どうも声です。さあやってきました。僕は今フランスパリに来ています。歴史と芸術が息づき、街角にまで美しさが漂う花の都パリ。歩いているだけで心が高鳴り、何気ないひとときさえも特別に感じられる、そんな魅力に誰もが引きつけられてしまいます。世界遺産も絶景も美食も尽きることのない魅力を持つパリを、今回は5泊6日で心ゆくまで堪能していきます。人生初めてのパリ旅行です。早速行ってみましょう。シャルル・ド・ゴール国際空港に到着です。今手荷物受け取ってこれから市内に行きます。でパリは空港からバスに電車にタクシーいろいろ手段あるんですけど、タクシーは高いのでバスか列車で、今回はオペラ座の近くにホテル取ってて、そこまでだったらバスで直通で行けるみたいなんでバスで行きます。鉄道よりも治安の心配も少ないみたいなんで、目の前に案内があるんでバスのマークに沿ってどんどん歩いていきます。バスマークに沿って歩いていくと、このロイシーバスって読むのかな、ちょっとフランス語全然わかりませんが、ここ Y だけど欠けてますけど、ロイシーバスみたいなやつのチケットをここで買えるっぽいですね。クレカも使えるのか。オペラまで行くんで、多分このオペラって書いてるやつを押せば OK かな。で上だとこれが多分スイカみたいなやつを2ユーロで発行するってことか。それかこっちだったらもうそういうのなく、多分単品で買えるんですね。13ユーロで市内まで行きます。チケット買いました。ロイシーバスで外に出てきたらすごい分かりやすくこれ書いてくれてるんで、あっちの右手側だな、ターミナルによってこれ全然違うと思いますけど、バス乗り場の風景は案内が分かりやすいですね。パリの空港、空港からこれもノンストップでパリオペラ市内の中心まで行けるんだ。これどこで降りればいいか心配しなくていいですね。で今日スイスからここパリにやってきたんですけど、パリの空港に着いた瞬間、なんとロスバゲしました。ヨーロッパだとたまにあるってことは聞いてたんですけど、ベルトコンベアから僕のスーツケース出てこなかったんですね。ただスーツケースの中にエアタグユーフィーってやつを仕込んでたんで、それのおかげで空港の中にはあるってことは分かってたんで、特に大きく慌てることはなかったんですけど、スタッフさんに尋ねたらめちゃくちゃ丁寧にお姉さんがね対応してくれたおかげで、あるから大丈夫だよ安心しなって言ってくれて、実際に1時間ぐらい経ったらこんな感じで、スーツケース無事出てきました。いやよかった。いきなりヨーロッパの洗礼浴びてますけどね。でもフランス人すごい丁寧で安心しました。バスが来ました。バスは結構立派で、スーツケースもこんな感じで真ん中に置けました。パリ市内到着です。今目の前に見えてるバス降りました。多分帰りも空港行くときはここから行けるんだと思います。で右手を見るとこんな立派な大きな建物、これが有名なオペラ座ですね。また時間あるときにゆっくりここは訪れると思います。まずはホテルに荷物を置きに向かいますが、ここから徒歩で10分ぐらいです。歩いてまずはホテルに到着しました。今日はこれから2泊、その後また違うところに泊まるんですけど、少しだけ奮発して初めてのパリなんでね、目の前のヒルトンパリオペラに泊まります。このホテルは右手にあるサンラザール駅、地下鉄が何本か乗り入れてて、立地的にはとっても便利なホテルで、さらにはパリ万博の時に作られた歴史的な建造物がこのヒルトンホテルに今はなってるということでね。ボンジョーThank you。 ヨーロッパの人たちみんなフレンドリーです。ハローチャオバンジョー。
修学旅行生かな、みんな楽しそう。さあじゃあ早速入っていきます。ヒルトンパリ。さっき見えてた裏側のこの大通りの方から入り口ですね。上にはユーロとフランスの旗がちょっと見えてましたけど、入り口から重厚感あるな。ヒルトンホテル、これはすごい。うわ、到着した瞬間、これは圧倒されますね。パリらしい歴史ある重厚感あるきらびやかな作りで、他に体験したことがない高揚感があります。で、今もうすぐ12時、お昼なんですけど、なんとお部屋の準備がもうできたよってことなんで入れてくれました。空港に着いた瞬間の手荷物の相談もそうですけど、ホテルのスタッフさんもすっごい優しくて、今んとこパリの印象めちゃくちゃいいです。うわ、お部屋に向かうエレベーターもこれまるで貴族になったみたいだ。うわ、この客室に向かう廊下もクラシカルホテルって感じですね。お部屋はどんな感じかな。オープン。お、まず入るとアート作品を照らす照明、そして左手に行くとお部屋の中、わあ、パリらしいおしゃれな雰囲気だ。このクリームっぽい白を基調としてアクセントカラーが金色ですか、ゴールド、洗練されたパリの空気感だ。お部屋の中もこれ左手見るとエッフェル塔が見えるじゃないですか。窓からはさすがに見えないですけどね、壁のところにエッフェル塔で、このライトもものすごくおしゃれでクラシカルな雰囲気が漂ってますね。そしてこっちの右って壁が鏡になってる大きなテレビに机、そしてこの辺には椅子があって、景色はどんな感じなんだろう。さっき入ってきた入り口の方面が見えてますね。お部屋によってはもしかしたら駅の方面も見えてるんだと思うんですけど、多分ほとんどがこっちのビューなんじゃないかな。そしてこっちが水回り。水回りもこの白を基調とした明るい色合いでおしゃれです。シャワールームかな、ここは。はい、シャワールーム広々で、レインシャワーもハンドシャワーもありますね。ヒルトンおなじみのこのアメニティグッズで、下にトイレ、こっち側が洗面台ですね。右手の照明はすごい近代的なやつですね。客室自体はシンプルですけど、それでありながら重厚感と洗練されたおしゃれな空間ですね。本当にまさにパリって感じだな。ここがクローゼットかな。クローゼットの目の前にも鏡、取っ手が金ピカ。過不足ないですね。アイロン台もアイロンもついてるし、ここは都会なんでね、ビジネス利用もたくさんあるでしょうから。ここにはバスローブがこんな丁寧な袋に入れられてる。この袋持って帰っていいのかな、そんな感じがするけど。スリッパ、ヨーロッパは安いホテルだとスリッパないからな。これも次のホテルで使おうかな。で、こっち側の扉の中にコーヒーセット、ティーセットにポットがあって、この中冷蔵庫かな。ではこの後ご飯食べに行って観光に出かけようと思うんですけど、その前にほんの数分だけちょっと宣伝 PR を挟ませてください。海外旅行では僕も使っている本気でおすすめできるものなので参考になるかと思います。海外に来たらもう Google マップとか翻訳アプリとか必須だと思うんで、通信手段はね絶対に確保する必要があると思います。で、僕がよく使っているのがこの Aero っていう eSIM のサービスですね。結構知ってる人ももう多いとは思うんですけど、eSIM なんか聞いたことあるけどっていう人も意外と多いかと思います。で、今まで海外旅行で通信手段確保するためには、空港とかAmazon とかで売ってる SIM を買って、この物理的な SIM を携帯の中に差し込むとか、そういう風にして確保することもあったんですけど、今はもうそんなことしなくていいんですね。この Aero のアプリをダウンロードして、そこから画面に沿って操作するだけですぐに通信することができるようになるんですよ。実際にこのアプリを立ち上げてみますけど、今一番上にね、今いるフランスが出てきてます。で、こんな感じで世界各国でデータ通信ができるようになっていて、200以上の国と地域で使うことができるんで、普通に旅行していて使えないってことはほとんどないんじゃないのかなと思います。
ってそんな便利なんだったらちょっと高いんじゃないのって思う人もいるかもしれないんですけど、そんなこともなくてですね、例えばこのフランスを押してみると、20ギガって相当使うんで、ちょっと価格がこれ3600円っていうね、それなりの値段はするんですけど、普通に例えば4泊5日とかだったら5ギガとか3ギガとか、人によっては2ギガ、1ギガでも十分だと思うんですけど、見ての通りね、そんなに高くない。実際に買うときに交渉したり、あとはその差し込む手間とかを考えるとむしろリーズナブルだと思いますね、これは。で、価格だけじゃなくて、もう自分で必要な分を選ぶことができるっていうのがいいですよね。僕だったら YouTube の活動やってるんで結構容量必要なんで、例えば10ギガが欲しいなとか。で、さっき言ったように人によってはもうちょっとテキスト、メール、LINE さえできればいいって言ったらこの1ギガとか2ギガでもいいと思うんで、予算と必要量に応じて無駄遣いせずに使えるこのフレキシブルさも最高ですね。で、僕実際にこれフランスの今使ってるんで、この下の MyESIM っていうところを押してみると、10ギガのうち、ちょっと使ってるんで 9.96 って、ね、確認できます。で、なくなったらこのチャージってとこを押せば、さらに気軽に買い足すことができるんで、もう使えなくなるって心配がないっていうのが安心感が半端じゃないです。で、購入方法も本当に簡単で、この今すぐ購入ボタンを押して、そして購入ってとこを押しますね。そうすると、決済方法の選択って出てくるんで、ここでもうクレジットカードを打ち込めば、すぐにその場で払うことができます。で、今回僕のチャンネルを見てくださっている方限定で割引のコードを準備しました。割引コード小屋をここのコードの適用ってところから大文字で小屋って打ち込んで適用ボタンを押すと割引が適用されるんで、ぜひ皆さんもね、世界各国いろんなところ海外旅行するときはこのコードを利用してお得に海外で通信手段確保してください。はい。で、これで安心してパリを思う存分満喫できそうですね。じゃあ、外行きましょう。ホテル出て、もうこのまさにサンラザール駅から地下鉄に乗って、これからサンジェルマンデプレっていうおしゃれな通りに行ってみます。さっき見てなかったんですけど、この駅の隣にはとんでもない数の時計のアートが、至る所にアートがありますね、パリは。で、地下鉄はこれさっきバスと同じ画面ですね。なんかスイカみたいなやつ買ってもいいんですけど、持ってなかったら1回券でチケットかな、チケットでメトロトレインチケットを押すと、このイージーパスっていうの2円だけど2ユーロだけどいいのっていうことが、でこれだな、2ユーロ。あのパス結局買わなきゃいけないんだ。1回乗ったら 2.5 ユーロですね。はい、この価格になります。出てきましたね、スイカみたいなやつと一緒にこれをタッチしたらいけるはず。よしよしよし、いけた。地下鉄の移動は Google マップでちゃんとこうやって色分けで出てくるからすごい分かりやすいですね。紫のレーンで14って書いてるんで、まさにこの14目指してやってきました。あと2分でこれはやってくるっていう意味かな。はい。パリの地下鉄ちょっと薄暗くて夜とかだったら怖そうですけど、お昼は観光客もいっぱいでそんなに治安の悪い感じはしないですね。到着しました。ここがサンジェルマンデブレ。目の前に見えてる大きな通りがサンジェルマン大通りですね。ここをゆっくり歩く前にまずはランチ。この辺おしゃれなテラス席がたくさんあって、目の前のこのお店ですね、フランスの昔からの老舗の人気店みたいです。ビストロのお店で、これがビストロのメニュー表ですね。前菜にメインにデザート、この赤いやつは本日のおすすめみたいなやつかな。で、チャット GPT にこのお店のおすすめ聞いてみたら、パリの名物のこのオニオングラタンスープは頼んだ方がいいよって出てきたんで、スープエオオリガオリバルってちょっとよくわかんないフランス語が書いてます。これです。あとなんか適当に前菜とメイン頼んでみます。せっかくパリで初めてビストロに来たんで白ワイン頼んでみました。ファブリってやつですね。パリらしい景色を眺めながらのテラス席、いいですね、雰囲気。無事パリ着いてよかった。乾杯です。
どこを見渡しても本当に絵になりますね。パリは初めて来たけど街の統一感がすごいですね。今日は土曜日なんですけど、来たオニオンスープメルシー料理があっという間に来ました。今日土曜日なんですけど、パリは東京の人口に比べたらやっぱ多分3分の1くらいかな、少ないので東京ほどガヤガヤしてないのもいいですね。歩いてる人たちが余裕があるっていうかね、これがヨーロッパって感じですね。ゆったりと流れる空気感が。もうこれがパリ名物のオニオングラタンスープですね。なんか見た感じオニオンは上に浮かんでないけど油揚げみたいなやつとチーズが入ってるって書いてます。そしてビストロらしいお魚、これがサーモンですね。どんな味なんだろう。オニオングラタン、美味しい。このオニオンスープ、コンソメとかも入ってると思うけど、その中にねチーズがたっぷり入ってて、チーズのコクが出たスープ。確かに日本人あんまり飲まないかも。これ美味しいですね。この油揚げみたいなやつとも相性抜群。多分お店によって味の違いがちょっとずつあるんでしょうね。その違いを楽しむのも面白そう。このパリ名物オニオングラタン、チーズが入ってるからワインが合うわけです。メルシー。美味しいってフランス語で何て言うんだろう。でサーモン、イクラもたっぷり。これは間違いない味ですね。オリーブオイルとちょっとバターの風味も濃厚にこう漂ってきて、これもワインが合うわ。いやー最高だなフランス。今のところ大満足だぜ、物価以外は。メインディッシュで頼んだのはこれがタラですね。結構大きい。お野菜もたっぷり。さあ来ましたよ、メインディッシュが。お魚しっとり、すごい柔らかい。お野菜もめっちゃたっぷり乗ってる。ネギとかもあるから、あんまり外国でネギ見ないからな。うまいすごい絶妙な、この下にあるソースが醤油のような甘みと酢の酸味とバルサミコ酢とかもだから入ってんのかな。なんか今まで食べたことがないような和洋が融合したような魚料理になってますね。ふっくらしっとりプリプリでお魚美味しいし、でその中にもこのお野菜のねシャキッとした食感がこの下のソースとめちゃくちゃ合いますね。これ美味しいわ。でこのピンク色のエシャロットがめっちゃいいアクセントになるわ。ネギも乗っててね、やっぱこの和洋融合が最強ですねお料理は。これは白ワインが進むわ。いやうまい。ビストロってあんまどういう意味やねんって僕知らなかったんですけど、調べるとカジュアルで心地のいいフランスの大衆食堂って書いてますね。だからあんま気取らない感じで伝統的なフランス料理をどちらかというとコスパよく食べられるってことですね。パリだからちょっと物価は高いですけど、このお魚料理はおすすめですね。さすが老舗の有名ビストロ店。ご飯美味しかった。で今からこのサンジェルマン大通りを通ってノートルダム大聖堂がこっちの左奥の方に歩いていったらあると思うんで行ってみますね。そしてこの左手に見えてるのはピエール・エルメのカフェですね。日本にもある有名なマカロンの美味しいお店じゃないですか。ここもテラス席で雰囲気がいい。うわ歩いてたらものすごい大きな教会が目の前に飛び込んできました。これがノートルダム大聖堂です。皆さんご存知の通り2019年にここノートルダム大聖堂は大きな火災が起きてしまって、その時に多分あの辺の塔とか中の木造の屋根が焼け落ちてしまったらしいですね。今2025年8月ですけどまだ工事は続いていますけど、だいたいこれ外観を取り戻してるみたいですね。正面のところとかは多分崩れてないのかな。中がちょっと焼け落ちたのか。でも中にあるステンドグラスとか芸術作品とかは奇跡的に焼けずに済んだっていう風に書いてます。大聖堂の手前側にあるこの川がパリの大動脈セーヌ川ですね。で
この川を挟んで、一応このノートルダム大聖堂はシテ島という島の中にあるんですよね。川にポツンと存在する。離れて遠くから見るとものすごい迫力。真正面からこの手前側から奥にかけて大聖堂は伸びているんですね。で、高さが63メートル、フランスを代表するゴシック建築ですね。ゴシック建築というのは天高く、なるべく高い建物を建てて神様に届くように、そんな思いが込められた建築ですね。簡単に言うと、完成したのは600年以上も前の1345年、フランス・パリの中心にある大聖堂で、歴代の王や有名人と大きく関わりがあることから、パリの中でも有名な観光スポットの一つになってます。ナポレオンが皇帝になりますと宣言した場所もここノートルダム大聖堂です。で、火災が起きてから中に入ることができない時期が続いてたみたいなんですけど、これ見る限りだと今中に入れそうですね。かなり大量の列ができてますけど、大丈夫かな。これ予約とかしてなくても中入るのかな。大聖堂の目の前の広場には、あそこ右下に銅像が立ってますね。あれがカール大帝の銅像です。簡単に言うと8世紀から9世紀の間に西ヨーロッパを統一した皇帝ですね。なんでノートルダム大聖堂の前にあるのかというと、カール大帝がキリスト教の守護者としての功績が大きくて、ノートルダムはフランスカトリックの象徴の一つなので、彼の像がこの場所に置かれているということですね。ノートルダム大聖堂からさらに北の方に歩いていって、川を渡ったところ、目の前にまた巨大な建物があるんですけど、これはなんと市庁舎です。役所とは思えない、まるで宮殿、お城のような作りですね。市庁舎の真正面に来てみたら、砂浜かき集めてなんかビーチバレーボール大会やってる。今日は土曜日、お休みの日だからかな。ちょっと歩いてまたサンジェルマン・デ・プレに戻ってきました。で、目の前に見えてるこれがその名の通りサンジェルマン・デ・プレ教会ですね。フランスの中でも最古の教会っていう風に書いてます。この辺りのサンジェルマン・デ・プレはすごく洗練された落ち着いた空気感で、おしゃれなカフェとかがたくさんあるんですよね。で、教会の目の前にあるこのカフェが有名みたいなんで行ってみます。老舗のカフェでなんとピカソやヘミングウェイも訪れたカフェとのことです。外のいい感じのテラス席に案内してくれました。目の前のパリの建築を見ながら、そしてメニュー表がこんな感じ。 QR 読み込んだら日本語のメニューもあったんで助かります。ただヨーロッパはね、写真がないのでよくわからないんですけど、これがタルテタテンみたいな風に書いてる。多分アップルのタルトかな。アイスクリームと一緒に来た友達が頼んだのがアイリッシュコーヒー。すごいね、これも美味しそう。クリームたっぷりじゃん。大人気ですね。でも街とか特になくテーブルの数も多いんで、すぐに座ることができました。ピカソやヘミングウェイと同じ場所でいただきます、コーヒーを。コーヒーの味は普通に美味しいんですね。有名な芸術家、作家さんと同じ場所に足を踏み入れたというだけで、なんでこんなにも特別感があるんでしょうか。そしてこのアイスクリームとタルトが美味しそう。美味しい。これ焼きリンゴになってて、熟成されたリンゴの甘みがたまんないですね。で、あったかいリンゴにこの冷たいアイスの組み合わせが最高すぎる。これめっちゃうまい。これとエスプレッソを組み合わせると優勝だわ。これはピカソのヘミングウェイもいいアイディアが浮かぶわけですね。こんなに夏なのに気候がいい
落ち着いた場所、まあちょっとここは観光地なんで落ち着いてはないですよね。当時は落ち着いた場所だったんでしょうね。友達にアイリッシュコーヒーと一杯もらいます。これもうまい。ウイスキーの上品な香りにエスプレッソの風味と苦味と、そして最後はクリームでまろやかに包み込んでくれます。3000円するアイリッシュコーヒーですからね。逆に美味しくないと困ります。うまいです。いや最初なんかエスプレッソが普通で雰囲気がかき立ててくれるとか言いましたけど、このリンゴのタルトとアイリッシュコーヒーめっちゃうまいです。この組み合わせちょっと高いけど頼む価値ある。おー、エッフェル塔が目の前に現れました。すごい綺麗なタワーだ。この目の前に芝生の広場があるっていうのがいいですね。東京タワーだったらこんなに周りに広大なゆっくりできそうな敷地ってないと思うんで、いいですね。市民の人もいるでしょうし、ほとんどが観光客でしょうけど、ゆっくりとピクニック気分を味わいながらパリを堪能しております。このエッフェル塔は先頭のアンテナも含むと高さが330メートルぐらいあるみたいで、東京タワーが確か333メートルじゃなかったっけ。なんで若干東京タワーの方が高いんですけど、パリ万博に合わせて建てられたできた当初は世界で圧倒的な高さを誇る建物でした。できた当初で一番高かった建物がアメリカのワシントンにあるワシントン記念館で169メートルだったんで、もう倍以上の高さの建物をもうパリ万博は絶対に成功させるぞと国を挙げて、ここパリでとんでもない建築物がたくさんできたんですね。超絶逆光ではございますが、このちょっと影のシルエットもここから見ると美しいんじゃないですか。形だけ見ると東京タワーに似てますよね。東京タワー多分このエッフェルタワーをモデルとして作ったんじゃないの。意外にも完成した当時はこんな鉄の塊はパリにふさわしくないっていう風に批判を受けていたそうなんですが、完成した後はその美しさと技術力で称賛されて今に至ります。さっき撮っていた場所から右手のちょっと路地に入っていったところが一つフォトスポットになっていて、ここでたくさんの人が写真を撮ってます。歴史的な建造物、建物と緑とタワーが全部綺麗に映るパリらしい光景を撮ることができるスポットですね。今日は青空も見えてるんで綺麗だ。さっきいた芝生の広場の反対側の端もたくさんの人たちで賑わっていて、ここはパリ五輪の時の五輪のマークかな、目の前に見えてますけど、ここもフォトスポットになっていてたくさんの人たちが写真撮ってます。今のこの夕方の時間帯はこっちからの方が太陽がエッフェル塔を照らしててしっかり見えてますね。ホテルに帰ってきました。目の前に見えてるのがヒルトンホテルで、今日の夜はホテルの近くにあるこのヒポポタマスステーキハウスっていうところに行ってみようと思います。 Google で調べたらね、この物価が高いパリでもコスパよくステーキがいただけるみたいです。お店の中はすごいカジュアルな雰囲気ですね。ファミレスみたいな感じで、調べたらこれフランスの有名なチェーン店のステーキハウスみたいです。で、口コミの通りコスパがめっちゃいい。パリなのに安い。ステーキがこんな感じで、一番上は22ユーロ90セントで、下の頼もうと思ったこの T ボーンステーキが 450g もあるのに36ユーロ。 T ボーンでこの価格はアメリカとかじゃ絶対食べられないし、ここパリですからね。友達と2人で分けたらちょうどいい量ですね。これサイドディッシュも結構ステーキ以外たくさんあって、ハンバーガーも15ユーロぐらいなんで、めっちゃ高いってことはないですね、パリの割には。デザートもやっぱファミレスっぽいんでラインナップが本当に多いですね。メニューのお酒も比較的お手頃価格、見る限り。注文した T ボーンステーキ出てきました。めっちゃでかい 450g。 めっちゃ腹減ってるわけじゃなかったらこれシェアしたらちょうどいいぐらいになると思います。
ポテトもあるし、付け合わせでシェアしたいって言ったらちゃんとこれサラダ2つに取り分けてくれたのかな。グリーンサラダにその焼き野菜もありますね。めちゃくちゃいいじゃんこれ。しかもパンとなんか美味しそうなポテトチップスも一緒に出してくれました。うわ、赤ワインと一緒にパリでこの価格でどんちゃんできるとは。さあ、じゃあまずは T ボーン豪快にフィレ肉。美味しい。赤身のね、身がしっかりしてます。これはソービニョンブランがします。しっかり辛口ですね。辛口でちょっとだけ重めのワインですね。香りがいいです。T ボーンは2種類楽しめます。今のがヒレ肉で、こっちがサーロイン。こっちはちょっとこうサシが入ってよりジューシーな風味ですね。いやー、もう1日目からパリの物価に本当にびっくりしたんで、この価格でこのクオリティのステーキ食べれるのはいいですね。フランス農業盛んなんで、チェーン店っていうことなんで、もう大量に多分牛を仕入れることができて、基本フランス産の牛肉使ってるって言ってたんでね、日本では食べれないパリのステーキハウスのチェーン店、なかなかいいんじゃないですか。Google マップでひょいって見つけたんですよ。パリでこんなコスパのいいステーキ食べれるとは。付け合わせのポテチも地味にめっちゃ美味しそうなんだよ。うまい。嫌いな人いないです。このステーキとポテトチップスと赤ワイン。おはようございます。ホテルでビュッフェ朝食を食べて、今日はこれからまずはホテルから徒歩圏内のオペラ座に行ってみます。いやー、この生い茂る緑と絵になる建物がいいっすね。起きた瞬間この景色、そして今日もまた素晴らしい天気です。青空、風が涼しい。いやー、真夏の日本から出てきたんで最高ですね、気候が本当。ちなみにパリの人たちはこんな感じで、もう赤信号でもお構いなしで皆さん渡っていきます。我が道を行きます。歩いてたらあっという間にオペラ座到着です。空港からバスで到着した時もこの景色見ましたけど、ちょっと離れたらまた迫力があるね。これ、このドーム型の屋根の緑が本当に美しい。夏の繁忙期で予約なしで入れるかちょっと心配だったんですけど、そこまで並ばずにすぐ入れましたね。で、チケット代は15ユーロで、入ってきた瞬間、これが多分エントランスなんですけど、ものすごい作りです。オペラ劇場なんですけども、建物自体がこれネオバロック様式で、豪華絢爛きらびやかな作りで圧倒されますね。立派な柱はもちろん、天井にある絵が本当に精巧な作りで、目の前で見るとびっくりですよ。そしてこのオペラ座の中でも一番見どころになるのが、ここのグランホワイエというところですね。この館内の中でも圧倒的に豪華っていう風に言われてるみたいです。どんな場所かっていうと、観客がオペラの幕の間に集まっておしゃべりしたり着飾った姿を見せ合ったりするための超豪華な休憩ロビーだそうです。観客が使うところなんですね。それでこんな豪華な空間を作り上げてるとは、いや、たまげますね。見たことないぞ、こんな豪華な待合ロビー。もうこれ壁、天井、柱、どこ見ても金金金だ。こんなにいろんなものがあるにもかかわらず、雑多さがない洗練された空気感、とんでもないな。僕オペラ劇場とかね、そんな普段当たり前ですけど来ることないんで、どんな感じかなと気軽な気持ちで入ってきたんですけど、これはもうびっくりですね。圧巻。本当に多分オペラ劇場の中でももう世界トップクラス。それにとどまらず、いろんな宮殿を合わせてもこれだけきらびやかな場所ってないと思うんで、その辺の宮殿よりも豪華な作りで、ここで昔の上流階級や貴族の人たちがおしゃべりをしていたということですね。
で実際に劇場が見れるのかなと思ったんですけど、それは本当に劇を見に来ないと多分見れないっぽいですね。これ扉の先覗いてみたらこんな感じで、奥の方に確かに劇場がなんかあるなっていうのだけは見えてます。外に出てきました。多分ね、ここが本当は正面玄関なんですけど、今は見た感じ改修工事をしてるっぽいです。いやー、オペラ座の目の前のパリの街並みも絵になるな。本当にどこを切り取ってもこのクリーム色の壁とグレーの屋根、奥の方までずっと伸びる統一感のある街並みです。さあ、でもう一回ヒルトンホテルサンラザール駅に戻ってきて、これからベルサイユ宮殿に向かいます。ベルサイユ宮殿はパリの市内ではなくてちょっと郊外なんで、地下鉄と電車を乗り継いでいきます。地下鉄でモンパルナス駅っていうところにやってきました。ここのモンパルナスからベルサイユ宮殿まで1本で鉄道で行きます。今までメトロに乗ってたんですけど、鉄道に乗り換えて、ここですね、ベルサイユ。ヨーロッパっぽい鉄道2階建てのでっかいやつが目の前見えてますね。これで行きます。だいたいどれぐらい、30分かからないぐらいだったかな、ここから。ただ駅からちょっとベルサイユ宮殿まで歩くんで、パリ市内からだったらだいたい合計1時間ぐらい宮殿までかかりますね。快適でしたね。これで地下鉄と同じ値段っていうのがびっくり。駅の前はすごい落ち着いた感じで、ベルサイユ宮殿こっち側ですよって書いてくれてます。ここの駅から歩いて20分ちょっとかかるみたいですね。結構駅から遠いんだな。歩いて宮殿近くまでたどり着いたんですけど、わあ、この地図見るとものすごい広さですね。この庭園が東京ドーム170個分あるっていう風に書いてたんで、まずはこの宮殿の中に入っていくんだとは思いますけど、今いるのがここですね。なんでここに来たかっていうと、今回実は旅行の前にいろいろ入場券の予約とか全然してなかったんですよ。で、当日になったら当然のことながらこの夏休みの繁忙期は予約券が取れなくてですね、でやばいってなったところ、ただの入場券は公式とかで予約できなかったんですけど、英語のガイド付きツアーだったらちょっと高いけど予約取れました。このゲットユアガイドってやつ、いや危なかったですね。で集合場所がここなんでやってきました。隣になんかカフェがあって評価高かったんで、ここでサンドイッチさっき食べました。フランスなんでね、フランスパンを豪快に使ったサンドイッチで、日本人にとってパンはちょっと硬いんですけど、ただ噛み締めることにこうパンの香ばしい香りが漂ってきて、美味しいですね。今朝ホテルで食べたクロワッサンもめっちゃ美味しかったし、昨日のお昼に比べたらめちゃくちゃリーズナブルなランチになりました。無事ツアーに参加できました。左手のツアーガイドさんが今連れてってくれてます。個人的にはあんまツアーに参加するのとか自由度が下がるので好きではないんですけど、今回ばかりはしょうがないですね。これに参加しないとこのベルサイユ宮殿に入ることができないわけですから、せっかく遠く日本からやってきたのにそんなわけにはいきません。もう目の前に見えてます。とんでもない大きさを誇る宮殿がすごい。ちなみに値段はね、普通に公式で予約したら21ユーロで確か入ることができましたが、今回ツアーは63ユーロだったかな。1万円弱。いいでしょう、それぐらいの差だったら。いろんなツアー売り切れだったんで入れるだけでもラッキーです。さあ、そして宮殿に入る前に右手に見えている大きな銅像、これがルイ14世の銅像ですね。歴史全然詳しくない人は聞いたことある程度の名前なんでしょうけど、まさにこのベルサイユ宮殿を作った人ですね。さあ近くまでやってきました。世界の中でもトップクラスの有名観光地のベルサイユ宮殿、とんでもない数の人たちがいますね。でもやっぱ繁忙期になるともう当日券も日によっては全く取れない日があるっていう風に書いてたんで、今回はこのツアーをね撮ったわけですよ。ここまで来て入れないとか絶対嫌ですからね。外から写真撮ってる人とかもいるんで、あの人たちはもしかしたら今日の券持ってないのかもな。ツアーに参加したおかげで全く並ばずにグループで中に入ってこられました。ここが入り口みたいです。ガイドさんが
このチャンデリアはスワロフスキーが使われてるっていうふうに言ってました。ここがヘラクレスの間と言われるところ、ギリシャ神話のヒーローヘラクレスのお部屋になっていて、天井にまたどでかい絵があって、部屋全体がアートみたいになってます。王様が特別なお客さんを招いたお部屋ですね、ここは。で、さっきの部屋からすぐ近くなんですけど、ここが王室の礼拝堂ですね。ここも天井はものすごい装飾ですし、真ん中中央には本当に大きな立派なパイプオルガンが見えますね。ここは2階部分なんで下にまで空間は伸びてるんですけどね、この中には入っていくことができないようになってます。王子の洗礼式や王族の結婚式などもここで行われていたそうです。さあ、宮殿の中でも象徴的な場所がこっちの中央の先にありますね。まず今いるここが戦いの間というところで、フランスが戦争で勝ったことを称えるお部屋になってます。巨大な絵画で王様万歳って感じの演出がすごいですね。これがルイ14世かな、真ん中に。そしてこの先が宮殿のハイライト、ものすごい数の人です。ここは一番人気のスポットということで、鏡の回廊ですね。左手見ると一面が鏡になっていて、右手側が一面窓、レーン側からきれいに光が中に降り注いでいて、光が反射してキラキラとした空間が本当に美しいですね。ここで国王の行進や歴史的な条約の調印も行われて、あの有名なベルサイユ条約もここで結ばれました。しかし僕のような庶民がここに住むことを想像してみると、正直あまり快適そうには思えないですね。廊下がほとんどなく、プライベート感がなくて落ち着かなそうです。人目を常に気にしないといけないっていうのはやっぱ疲れちゃいますからね。とはいえ、ルイ14世が絶対王政の栄光を示すために築いたこの壮大な宮殿、金箔や大理石、絵画で彩られた華々しいこの空間にいるだけで圧倒されます。歴史は作り話のように思えることもありますが、この建物を前にするとそれが紛れもない事実だと実感できます。ベルサイユ宮殿、とんでもなかったですね。さすがこの宮殿を模範にして世界各国でまたいろんな宮殿が作られたっていうふうに言われるぐらいですから、ヨーロッパがイケイケだった時代のフランスの本気を見たという感じですかね。僕個人的には今まで行った宮殿で一番感動したのはアルハンブラ宮殿、イスラム建築の最高傑作なんですけど、規模感ではもうこっちが圧倒しているというところでね、中に飾られている装飾品とかアートの数がとんでもないですね。本当にこれ美術とか歴史が好きな人だったら多分一日中入れるんでしょうね。それぐらいの規模感ですね。そういうのに興味がない人だったら2時間ぐらいで、パッと見どころを巡ることができるかなと思います。ベルサイユからパリ市内に帰ってきました。帰りはサンラザール駅乗り換えなしで鉄道がありましたね。さすがパリの中でも最古の鉄道の駅って感じだな。歴史を感じる。そして駅構内想像以上にでかい。夜ご飯食べに地下鉄乗って、ここ今ピラミッドってとこ降りたんですけど、見た感じこの左手も日本食っぽいし、右手はこれ韓国料理で、さらにその奥には札幌ラーメンとかこの辺書いてます。角屋で、この右手には秋。この辺アジア料理ばっかり。ラーメンカグマとかも右奥に見えて、ラーメン屋さんめっちゃたくさんあるわ。食べてー食べたい。動画的にちょっとね、日本食食ってもしょうがないんですけど、恋しくなりますよ、さすがに。いやー美味しそうだな。醤油ラーメン 12.80、 2000円ぐらいか。ここ完全に日本食通りですね。日本食料理っていうかラーメン通りみたいな匂いがする。け焼きとか、うどんもあるし寿司もあるし、ね、ここに来る前チューリッヒにいたんですけど、スイスよりはちょっと安いわ。日本食は日本帰った時のお楽しみにします。この目の前にあるビストロ有名店にやってきました。せっかくフランスに来たんでやっぱこっちに来ないとね。
2軒目のビストロ、まず頼んだのはこれフレンチの定番ですね。鴨のコンフィ、絶対美味しいやつ。香ばしい香りが漂ってきます。そしてオニオングラタンスープ、これ初日のやつとなんか見た目ちょっと違うな。やっぱ店によって味が違うんでしょうね。そしてこれが牛肉ステーキも昨日食べたんだけどね、もうお腹がめちゃくちゃ空いたからお肉食べたくて頼んじゃいました。なんかハーブで香りつけてる。さあでは初鴨のコンフィいただきます。おお、これはいや、見た目の通り皮がすっごい香ばしくて美味しい。鶏肉と牛のほほ肉の中間みたいな感じでしたね、鴨肉。美味しいしね。添えられるポテトもなんかポテトチップスとじゃがいもの中間ぐらいの薄切りです。あ、これうまお芋うま。この中途半端な薄切りスライスがなんか癖になる。お肉はこれ赤ワインも合いそうだ。このボルド美味しいですね。フルボディじゃなくてちょっと軽めの感じでお肉の味を邪魔しない、引き立ててくれる。めっちゃすっきりで飲みやすいけど赤ワインのこの風味もちゃんと出てます。そしてステーキもいっちゃいます。これも美味しい。すごい、これ赤身がぎっしりでそんなに霜がなくてすっきりとしたお肉なんだけどもめっちゃ柔らかいし肉々しい味わいですね。これも赤ワインが最高。ワインが美味しいとお肉もより味が引き立ちますね。これボルドーですからね。そういえば今フランスにいますから、日本でなんかボルドーワインとか言って特別なものに感じますけどね、まさにホームですからこれは。さあそしてオニオングラタンも昨日のやつとちょっと違うのかな。でも似たような感じですね。昨日のオニオングラタンスープと結構似てる。やっぱこのトロトロチーズのコクが最高だな。オニオングラタンスープは日本で食べられない味ですからね。今のうちに昨日に引き続き頼んじゃいました。しかもね、このお店料金見たら結構コスパいいと思います。パリの中ではかなり安い方だから料金的にもお得感がある。日本では高いとは感じますけどね。パリならここはコスパ最高。もうお料理3つ頼んだらこんな感じで卓上パンパンですからね。パンもタダでくれるしデザートなんて置くスペースがないんですよ。隣もこんな感じでね、ちょっと隙間がない感じで、これがフランスのビストロですね。みんなでワイワイ家庭料理をいただく。お料理美味しかったんでデザートも頼んでみました。クリームブリュレ、そしてエスプレッソ。さあブリュレいただきます。これこうやってスプーン入れたらねサクってなったから絶対美味しいやつ。滑らかトロトロのブリュレにこのサクサクちょっと苦みのあるカラメル、これも想像通り美味しい。絶対エスプレッソと合うやつ。コーヒーがうまい。ここに来る前にイタリアに行ったんですけどね、やっぱイタリアンとフレンチ世界で流通してるものは外れがないわ。いやー美味しかったわ。外出てきたらやっぱ人気店だから並んでますね。このコスパの良さだったら納得。上見ると飛行機飛んでます。ご飯食べてホテルに帰ってゆっくり今日も休もうと思いますが、今皆さんこれ何時だと思いますか。まだ青空も光も見えてますけど、なんと時刻は9時20分です。夏のヨーロッパは本当に日が長いから時間感覚狂いそうなんですよね。夜更かししちゃいそうになります。いやそれにしてもパリは言われているほど治安の悪さを感じないんですよね。なんか変な人がそこまで本当に歩いてないし、無駄に僕らみたいなアジア人にこう声かけてくる人も今んとこ本当そんないなくてびっくりしてますね。街の中も結構綺麗だし、ゴミ箱とかもね街の中に設置されていたりして、観光客がこれだけいるからこそ治安はかなり維持されてるんでしょうね、きっと。本当に印象がいいっすよパリ。
我が道を行く人がたくさんいますけどね。信号無視ぐらいはやる人が多いですけど、それは観光客も同じです。ということで、皆さんがパリ旅行で心配するのは治安の悪さではなく、間違いなく物価が第一だと思いますというのが2日間過ごした感想です。ではおやすみなさい。おはようございます。今日は目の前にあるヒルトンをチェックアウトして、またこのサンラザール駅からスタートです。モン・サン・ミッシェルに行く日なんですけど、モン・サン・ミッシェルはパリから一応日帰りでは行けるんですけど、片道4時間ぐらいかかって結構なハードスケジュールになるんで、今回はモン・サン・ミッシェルで1泊してちょっと余裕を持っていこうと思ってます。ホテルから地下鉄で昨日ベルサイユ宮殿に行く途中に寄ったモンパルナス駅に到着して、ここからテーゼーペイって読むんだっけ、フランスの新幹線に乗ってこの56分発レンヌまでまず向かいます。7番ホーム、これだな、7番ホーム。まずレンヌまでこの新幹線で向かった後、新幹線で1時間半ぐらいかな、その後また1時間半ぐらいバスに乗ってモン・サン・ミッシェルまで行けるみたいです。でこの列車は2等と1等があるんですけどね、1等と2等があんま値段変わんなかったんで、1等予約してみたら結構いい感じじゃないですか。こんな感じで大きなテーブルまでついてて、真ん中に充電もできるスポットがある。これは快適な旅になりそう。はい、出発したんですけど、いきなりこれテーブルがこんな感じで落ちてくるんですよね。これちゃんと固定されてないんで、もうこの辺はやっぱね、さすがヨーロッパクオリティですね。でシートピッチもこれ日本の方が前がねかなり広いから、やっぱ日本の新幹線が最高ですね。座席が1等なんでちょっと横が広いんでその分はいいんですけど、これもねちょっと埃が溜まってたりして、すごいねやっぱ日本は。とはいえ1等に乗ってるお客さんみんな静かで快適な鉄道の旅を楽しめてます。景色もこれ辺り一面平野畑の景色が広がっていて、さすがヨーロッパ一の農業大国ですね。これは美味しいご飯が食べられるわけだ。レンヌ駅到着です。今朝パリは曇りだったんですけど、こっちに来たら青空、いい天気でモン・サン・ミッシェルどこめそう。電車降りたら上に上がってくると、この辺りが待合ホールみたいな感じで飲食店とかカフェとか売店がありますね。そしてここ上を見てみるとバスのマークがあるから、多分ここに向かっていったらモン・サン・ミッシェル行きのバス見つけられるかな。バスのマークに沿っていくと、この今左手に見えてるガレ・ローティエレってやつですね。こっち側にバス乗り場がありそう。ここが切符売り場ですね。ただ今回ウェブで予約してるんで QR コードもらってるんで、それで乗れると思います。こっちのまっすぐ行ったところにバス乗り場が見えてますね。余裕持ってレンヌ駅に到着して、今お昼時でまだ出発まで1時間ちょっとあるんで、ここで軽くランチ食べます。駅の中にいっぱいカフェあります。駅構内は日本みたいに多種多様な飲食店があるわけじゃなく、ちょっと高級なフレンチのお店が1個あって、あとはもうこういうサンドイッチばっかりですね。このクラブサンドイッチを軽く食べようかな。で日本でいうブラックコーヒーがちょっとどれかよく分かりづらいんですけど、この辺に書いてるカフェフィルタービオってやつがフィルターで落として飲む一般的なブラックコーヒーみたい。これ頼みます。今日も昨日に引き続き移動中ということで、お昼のランチはお財布に優しいサンドイッチ、コーヒー。さあ時間になるので、この2番の乗り場っていう風に書いてたんでやってきました。アジアの方が多いですね、やっぱこれ見ると。このバスだ、モン・サン・ミッシェルって書いてて分かりやすい。2階建てでめちゃくちゃ広いな。スーツケースもあっちの左手に乗せれますね。バス乗り込みました。結構余裕ありますね。空席があるから広々使える。座席も普通 ANA とか JAL のエコノミークラスぐらいのシートピッチがありますね。さあレンヌからモン・サン・ミッシェルまで1時間半ぐらいのバス旅かな。
今バスで降ろしてもらいました。目の前のバスに乗ってきたんですけど、で多分モン・サン・ミッシェル行きのバスはあそこの真ん中のところに何台かバス止まってるんで、あそこから乗ったら20分ぐらいでモン・サン・ミッシェルに着くみたいです。ここに書いてますね。バスだったら20分で行けるよ。でも歩いても35分で行ける。どうしようかな、歩いた方がなんかいい景色見れそうですけどね。まずはホテルにチェックインするために徒歩で7分ぐらいで着くっていう風に出てきたんで歩いてます。でモン・サン・ミッシェルに行く手前側にはこれは何だろう、牛がいっぱいいるからこの辺りやっぱり農業盛んなんでしょうね。乳製品とかあとはお土産が置かれている施設かな。でこっちにはもう何本もたくさんバスがピストン輸送しているのが見えてますね。ホテルはこっちの左手のもうちょっと奥行ったところにありそうです。島の中にもホテルがあるんですけど、今回は対岸からの景色も望みたいなと思って対岸側のホテルを取ってます。この辺りにも商業施設結構ありますね。到着しました。今日泊まるホテルレロイス・ドゥ・ロイ、ちょっと読み方わかんないですけどこれです。でこっち右手進んでいったところ、この辺りのエリアにバス停があったんで、ホテルの目の前にバス停があるからすごい便利そう。この先がモン・サン・ミシェルですね。まっすぐ進んでいったところが。Bonjour. Welcome to Montenegro. Thank you. 14 euros. Okay. 14 euros. Okay. Yes, it's a continental breakfast. Continental breakfast. Is there any cafeteria around here? Yes, of course. Over there, next to a shop, just across the road. Over there. Is it open in the morning? Yes, from 9 a.m. Yes, until 7 p.m. Okay. スタッフさんめちゃくちゃ丁寧に説明してくれました。モン・サン・ミッシェルのこと、バスの時間とかね、今日夜繁忙期は特別になんか修道院の中でナイトライトアップしてるよとかね。でお部屋はこんな感じで、まあ普通にシンプルなツインのベッドが真ん中にあって寝るだけだったら十分ですね。で奥の方にはテーブルと荷物置きみたいなのもあるし、こっち側リバービューになってます。右手にモン・サン・ミッシェル見えるはずなんだけど、下に行ったら見えるんじゃないかな。そして水回りがまず左手、なんとバスタブがあります。深さのあるタイプで、おお、これは天井も高いしめっちゃ快適そう。目の前に洗面台ですね、ドライヤーと、そして海外では珍しくセパレートでトイレがあります。ヒルトンよりここだけ見たら上等じゃないですか。今外に出てきてみました。僕らのお部屋がここですね。これ見る限りだったら他のお部屋だったらベランダから見えるんじゃないか、モン・サン・ミシェル。一番安く予約したんでしょうがないですけど、これです。目の前アップしてみると、うわ、求めていた景色が目の前にあります。まさにこれがモン・サン・ミシェル。近づいていってみましょう。面白いのがこれ、島に向かっていく前にホテルからも見えましたけど川があるんですよね。で川のこの海に近いところにダムがあるって結構珍しいんじゃないですかね。でこれ目的としてはね、実はモン・サン・ミシェルはもうこれ時代の変化とともに陸と完全につながってしまったことがあったみたいで、それをまた島に戻すためにここのダムで水をコントロールして一気に水を勢いよく流して砂とかを洗い流していくことで満潮の時にはしっかり島になるように、そんな風にこの周辺の水をコントロールするために2009年に完成したダムっていう風に調べたら出てきました。はい、ということでこのダムはモン・サン・ミシェルを守って元の姿に戻すためのものなんですね。でここのダムの裏側が椅子とかテーブルが並べられていて、ここから眺めるモン・サン・ミシェルの景色がまた素晴らしい。今多分ちょうど干潮の時間帯になってると思うんで、この辺の川の周りも水が少なくて奥の方まで陸が広がってるのが見えますね。あ、右手はバスがこんな感じで見えてます。バスも絵になりますね。なんか周りにはゴツゴツとした岩山、何なんだろうな、左手に見えてる樽みたいな形のものがありますけど、いやこれすごいな。実際に目の前にこうやって現れる姿見ると想像以上に素晴らしい景色で、このやっぱモン・サン・ミシェルだけじゃなくてこの広大な周りの平野もね、本当に見応えがありますね。こっちの右手までずらーっとこっち側にかけても
こんな感じで大草原が広がっててもフランスの広大な大地を感じられますね、ここに来たら。でさっき見えてた樽みたいなやつって言ったやつ、この辺羊がいますけどね、この左手に見えてるの、これは今たくさん草が生えてる時期なんでね、家畜さんたちは下にある牧草を食べてますけど、冬に向けて小麦をかき集めたやつをああいう風に丸めて置いてるみたいですね。で草が生えない時期になった時にあれを家畜の餌として使うように蓄えてるみたいです。農業が盛んっていうことがこれを見れば分かりますね。このモン・サン・ミシェル、始まりは今から1000年以上前、700年代にとある司教の人が夢でこの岩山に聖堂を建てよっていう風なお告げを受けて、その結果この岩の上に小さな礼拝堂を作ったんですね。その頃からもモン・サン・ミシェル、ミカエル天使の山と呼ばれるようになりました。それから時を経て中世の黄金期の時代には修道士たちがやってきて島全体にわたる大規模な修道院を建設。10世紀から13世紀頃にフランス中から巡礼者が訪れて、なんと西のエルサレムと称される聖地になったとのことです。その後イギリスとフランスが戦争をしていた14世紀から15世紀にわたっては、ここが戦略的に重要な場所になって島全体が石の城壁で囲まれて、修道院が軍事要塞としても使われていました。そして近代以降フランス革命が起こって宗教施設が閉鎖されていった中で、ここの修道院がなんと監獄になった時代もあったんですね。その後19世紀末に作家のビクトル・ユーゴーらの声で修復が始まって観光地歴史遺産として再生されました。さあそんな1000年以上も前から存在する修道院の中に入ることができるんでね、街の中の雰囲気も含めて楽しみですね。この辺右手は満潮の時間帯になったら多分水で覆われるんですけど、今干潮なんでこうやって水遊びをしながらモン・サン・ミシェルの鑑賞を楽しんでる人たちがたくさんいますね。ちょっと下に降りてこれ間近で周りに囲まれた頑丈な城壁を眺めるのも良さそうですね。いやー、近づいてくるとまた迫力がすごいな。真ん中に高くそびえ立つ修道院、これが大昔はただの岩山だったっていうことが信じられない。いやー、これはすごいわ。来る前はね、あんまりハードル上げすぎてがっかりするの嫌だなと思って、島の中にポツンとよく見る中世ヨーロッパの街並みがあるんでしょっていう軽い気持ちで来たんですけど、想像を超えてきましたね。本当にこの大自然と人間が作った遺産の集合体ですよ。素晴らしい。さあそして入り口に到着ですね。今正面に見えてる真ん中のところに門があるんで、多分あそこから入ることができるんですね。フランスの国旗もなびいてますね。かっこいいね。うわー、見上げたこの修道院の一番てっぺん、天高く突き抜けているこの景色もいいわ。建物の手前側がこうやってやっぱ岩がたくさんむき出しになっていることから、以前は岩山だったってことがよくわかりますね。王の門っていうとこかな。敵の侵入を防ぐための跳ね橋ですね。上に跳ね上がってしまうことができる。で今ここ門くぐってきたんですけど、多分こういう階段登っていったら見晴らし台があるんだと思います。おー、すごい。フランスの国旗がこの青空と一体化してめちゃくちゃ綺麗。さっき下から見てなびいてた国旗ですね。でここから敵の侵入を防ぐためにこうやって見張ってたんでしょうね、昔の人は。すごいね、ほんとこのフランスの平野は。奥の方まで山が一切見えないですからね。また日本と全く違う光景、なんか北海道とかで見られそうな景色ですよね。島の中にはこんな感じで繁華街のようになってる通りがありますね。やっぱ人気観光地なだけあるな。すごいね。なんか台湾の9分みたいなこの狭い路地に人が密集してる感じ。大人気観光スポットですね。
ちょっと歩き疲れたんでここでカフェタイムしようかな。久しぶりにオランジーナ飲むな。これみんな知ってますか？フランス発祥のソフトドリンク、オレンジとサイダーが効いた結構うまいんですよね。高校生の時にね、高校の自動販売機でこれ大人気だったんですよ。これガツオ割りにめっちゃ飲みましたね。ガレットやってきました。めっちゃ香ばしい匂いとこのチーズの風味が美味しそう。日本でもこれ食べられるけどね、意外と食べたことないかも。初ガレット、フランスで。なんかモン・サン・ミシェル、パリよりちょっと暑いんで冷たいドリンクめっちゃ飲みたくなったんですよね。これうまい。甘みと酸味がめっちゃ効いてるスカットドリンク、オランジーナ。さあ、人生初ガレットいただきます。クレープの生地をよりサクサクに仕立てたって感じ。うまっ。これうまいわ。生地の香ばしさとこのトロトロチーズが絡み合うのがたまらないですね。あとは卵の黄身とハムのちょっとした肉々しさ、想像以上にガレット気に入った。これもう一回食べたいな、どっかで。これがホテルの朝食に欲しいね。基本的にヨーロッパどこ行ってもヒルトンですらそうだったけど、パンとハムとフルーツとサラダとチーズとゆで卵とこの上品なもう出てこないんで、朝ごはんで。ガレット美味しかったわ。でさっき見てたこの大通りと言うべきなのか、ずっとこれ進んで登っていったら修道院にたどり着くみたいです。ヨーロッパは本当ワンちゃん飼ってる人がたくさんいて、ワンちゃんも電車やレストランに結構入れる店ばっかりなんでね、ペット飼いたい人には最高のエリアですね。おお、結構な数のこれ階段登りますね。多分ほとんどの人息上がりますよ。見えてきました、上に修道院が。で修道院登っていく前のこっちの側面から見る景色も素晴らしいです。目の前に広がるこの大きな干潟、今は干潮の時間帯だからこそこの美しい干潟を見ることができるんですね。満潮の時間帯になればこの辺りが水で覆われると。なんか真ん中に第2のモン・サン・ミシェルみたいなのがあそこ陸のこと見えてますね。岩山、ここのモン・サン・ミシェルも昔はこんな感じだったんですよ、きっと。やっぱ自然の景色が美しいわ。この古き良き中世ヨーロッパの街並みの中からこの絶景はやっぱ改めてすごい。唯一無二。こっちの方左手干潟のところを歩いてる人たちが結構いますね。本気になったら今右手に見えているあの島まで歩いていけそうですね。左手奥の方にはもう本当に完全に海が見えるんでしょうね。綺麗にエメラルドグリーン色に輝いてますよ。なんて素敵な景色だ。修道院に今から入ろうと思ったんですけど、夏の繁忙期は夜ライトアップ中でもしてるみたいで、それが7時半からなんでちょっとブラブラしてご飯も食べてから修道院行こうと思います。お土産売り場やってきたんですけど、ここモン・サン・ミシェルがあるノルマンディー地方やブルターニュ地方だとこの牧畜が盛んで良質のバターが取れるってことで、この辺塩バターキャラメル推しなんですね、お土産で。この辺のちっちゃいやつとかだったら結構お手頃価格で 3.40、いくつか入ってたり、職場とかでばらまきやすそうなものもありますね。なんか北海道と似たような土地だからこれ美味しいんだろうな、間違いなく。塩バターキャラメルのパンとかにも塗れそうなこの瓶詰めもお土産として良さそうですね。上には地ビールも販売されてますよ。クッキーでも塩バターキャラメルだからやっぱ塩バターキャラメル推しだ。さあ、そしてモン・サン・ミシェル名物のオムレツ、ここの橋の入り口のところにありました。この赤い建物ですね、有名店なんでまだ開店してないのかな。結構並んでます。6時半開店。おー、なんか上品なパンも出てきましたよ。綺麗にバターも、これも美味しいんじゃないのか。パン熱いぞ、これ熱々熱々、すごい。これは期待できるやつだ。バターもいいやつなんじゃないの。ここ
美味しいわ。外サクサク、中ふわふわ、もちもちで、中のこう麦の香りがね、あったかいからふわっとしっかり広がっていきますね。この風味と香ばしさが最高。食感ももちもち。さすがフランスのこの高級店っぽい雰囲気の本場のとこですね。ワインも合いますよ、これは。いや、いいっすね。香りが軽い感じなんですけど、味がしっかりしてて、渋みもありますね。なんかいろんなお料理に合いそうなワイン。フランスはワインうまいぞ。そしてこれがラム肉。うわ、ラムチョップは日本とかでも食べたことあるけど、このステーキ、熟成されたラム肉はあんま食べたことないな。香りがすごい美味しそう。いやー、来ました。チーズ最後吸ってくれました。こんな豪華なオムレツ見たことないぞ。でかい。なんか人間の手が2つ分ぐらいありますね、大人の。チーズオムレツ、ナイフを入れてみます。中はどんな感じなんだ。おお、すごい。これだ。なんか泡立ったふわふわトロトロの感じ。めちゃくちゃ泡出てきた。これがここのモンサンミシェルのオムレツの特徴って言ってましたよ。泡泡。こっち切ったら手前側まで泡が溢れて出てきてる。すごいなこれ。こんなオムレツ初めて見た。さあ、どんな味だこの泡泡ふわふわオムレツ。うまいですね。表面がちょっと香ばしく焼き上げられてて、で外が香ばしいのに中はしっかりこうふわふわのオムレツを楽しめて、なんかね、この泡のやつってフレンチとかだとよくソースとかに使われるじゃないですか。だからすごい上品なオムレツになったって感じです。味自体は結構薄めですね。濃い卵の味わいっていうか、僕個人的にオムレツ結構ね、お腹にがっつりくるんで、これぐらいのさっぱり系のオムレツが好きかも。でチーズがかかってるんでコクが出ていい感じ。いや、そしてチーズがあるので赤ワインが合います。いや、うまいわ。こうチーズオムレツに合うわ、この赤ワイン。めっちゃうまい。ちょっと値段は張りますけどね、この雰囲気と特別なお料理代ですね。モンサンミッシェルで食べる。さあ、そしてラムですよ。こんな豪華なラムステーキ食べたことないぞ。ちょっと塩と胡椒もで、すごい。初めて食べるラムの味かも。これラムは子羊で臭みがないですけど、本当に臭みがないですね。でなんか口に入れた瞬間にもうゴリッゴリの赤身が凝縮された感じですね。牛肉以上に赤身してます。もう断面見たら分かると思うんですけどね、全く隙間がない感じですよ。これ、牛肉でいうとローストビーフみたいな感じですかね。本当後味もすっごいさっぱりしてて、そして赤ワイン、今日も赤ワインに合うものばっかりだわ。最高最高です。赤身の味がしっかりしてるから軽めの赤ワインが良かったと思う。赤身の風味を邪魔しないワイン選びもナイスだったと思います。両方ともね、日本で食べたことがない新鮮な味だから、食べる価値があったかなと思います。口コミとかだとね、ちょっとコスパが悪いみたいな、あとは待ち時間が長いとか、それは間違いはないと思いますが、ちょっと高いし待ち時間も長かったです。でもここでしか味わえないんだったら、でもせっかく来たんだったらそんなケチケチせずに、うわ美味しいって感動して終わりたいじゃないですか。これ別に案件とかじゃないんでね、本当に日本で食べたことない味だなと思って食べる価値あると思いますよ。ツアーとかの場合はね、ちょっと時間に注意です。時間かかったんで。いやー、ご飯美味しかったっすね。やっぱりこの雄大な自然、平野の中でたくさん農業やってるだけあって素材が全ていいんでしょうね。で今時刻は8時38分。そうとは思えないこの綺麗な青空、まだまだ日差しが降り注いでます。こういう細い路地からもちゃんとこの修道院教会のてっぺんが見える。この辺りも絶対計算して作ったんだろうな、昔の人は。ちょっと高台に登っていったところもこれレストランかな、カフェありますよ。
こっちの左手、うわすごい広大な平野を望みながらご飯食べられますね。ここはこれが今見てたレストランで、歩いてきたところ、ここもものすごく綺麗な展望スポットになってますね。こんな感じで、うわー、ちょうど歩いてきた橋が今真ん中に見えていて、あの辺がダムじゃないかな。うわ、もう本当に奥の方まで平野の水平線が見えますよ。でちょうど右手の下の海の方から水がこっちに流れてきてるんで、これから満潮に近づいていってるんだなっていうのが分かりますね。この自然美も歴史だけじゃなくて楽しむことができます。個人的にはこの大自然が好きなんで本当に最高ですね。ここで左手奥はこれモン・サン・ミシェルの影ができてますよ。後ろに太陽があるんで。さあ、じゃあこの修道院の中に入っていきますよ。普段はもう7時過ぎたら入ることができないんですけど、さっき言ったように繁忙期、夏の時期はライトアップイルミネーションやってるんで入れるんですね。夜の11時が最終入場だったかな。チケットは21ユーロでした。もしかしたらイルミネーション料金かもしれません。ロマネスク建築とゴシック建築が融合した建物になってるっていう風に書いてたんですけど、簡単に言うとロマネスクは少し古い時代にできた重厚感ある丸みを帯びた天井とかが特徴的で、ゴシック建築は天高くピーンとケルン大聖堂みたいにね、とんがったようなデザインだと思うんですけど、この辺はすごい重厚感を感じるんで、多分ロマネスク様式なのかなみたいなことを想像しながら歩くと楽しいですね。でここが修道層の遊歩道と言われる場所ですね。ここも11世紀のロマネスク様式からゴシック様式に移行する様子がところどころに見られるみたいです。確かにこっちの左手のところは結構重厚感ある感じで、手前側の柱と全然太さが違いますね。で次にやってきたここが騎士の間、修道士の仕事部屋だったところですね。今まで歩いてきたところよりもかなり広大な大きな空間になってます。立派なアーチですね、これは。で次にやってきたここが来賓の間ですね。修道院長が王や貴族など高い身分の人たちを迎えた場所なので、ここの修道院の中でも最も豪華な建築の一つじゃないですかね。ライトアップでは上に綺麗な星空を映し出してます。他のお部屋よりね、天井がすごい高くて確かに特別感を感じますよ。さっきの来賓の間から1個上に上がってきたら、ここが昔食堂だったところですね。ハリーポッターのみんなで食事をとるような場所、それを連想させるような作りじゃないですか。左右に小窓がついてて、光がこうちょっとずつ中に入ってくるのが美しいですね。ライトアップでこれ目の前月が描かれてますけど、本当に物語の中に迷い込んできたみたいだ。で後ろから出てきたら、こりゃ美しい中庭と回廊ですね。ここが修道士たちの憩いの場だったようです。外気がしっかりと入ってきて気持ちがいい。この柱を内側と外側で少しずつずらして建てられてるんですよね。これがなんか1本であることと2本であることで全然見え方が違ってくるような感じがしますよ。外に出てきました。なんだこれ、馬のロボットみたいなのが飾られてますね。
昔は偉い人たちがもちろん馬を使っていたわけですが、文明の進化をこれで伝えてるんですかね。で、いやー、お城の一番上のところから素晴らしい景色をここからも望むことができるということか。サンセットの景色をここのお城の一番上から眺めたら綺麗そうですね。今日はちょっと雲で隠れちゃってますけど、でもそれができるのは今のこの繁忙期の時期だけですね。19時には閉まっちゃうってことなんで、でも冬だったらあれかな、19時前、もしかしたら6時ぐらいにサンセット見られるのかな、ちょっと分かんないけど。で、太陽が沈んだ後間近の時間、対岸からここのモン・サン・ミシェル眺めたいですね。今日はちょっとどうかな、これだけ雲が多いと微妙になっちゃうのかな。今日は夜雲が広がって、そして満潮と干潮の差がない日ですね。ここに水がたくさん溜まってたらこれ逆三角形で絶対綺麗な景色撮れると思うんですけど、残念ですね。お昼はすごくいい景色撮れたからいっか、また来いってことですね。これもおはようございます。翌朝になりました。朝目を覚ましたらこっち右手の方からオレンジの光が見えていて、朝もいい景色望めそうですね。これはどんな景色が見られるのか。今ちょうどこのモン・サン・ミシェルの右手側、太陽が出てきました。うわー、なんて綺麗な、遮るものが一切ないので、この平野の向こう側から綺麗に顔を出しましたね。素晴らしい景色。これ干潮と満潮に差がない時期の場合は干潟の景色を綺麗に朝日で反射したオレンジの景色が見られるかもしれないんで、そっちの方がいいのかな。で、潮が満ちる日は対岸のホテルに泊まる、そんな選択肢がいいような気がしますね。実際に来てみたらこれはこれで美しいですよ。こんな大草原の向こう側に朝日見られることなかなかないですからね。羊さんはいつものことだと言わんばかりにむしゃむしゃと草を朝から元気に食べてますね。向こう側にもたくさんいます。こんな感じで聞こえてくるのは鳥のさえずりと羊の声だけ。昨日のお昼から夜にかけては本当にたくさんの人たちでモン・サン・ミシェルにぎわってたんですけど、やっぱ朝の時間帯はこんな感じでほとんど人がおらず静かですね。この雄大な自然の中で朝日とモン・サン・ミシェルを眺めながらゆっくりと皆さんお散歩を楽しんでます。再びレンヌ駅に戻ってきて、この上に書いている13時30分発パリ・モンパルナス行きでパリに戻ります。3番乗り場。帰りは行きと違って2等を予約したんですけど、2等と1等でこのシートピッチほとんど変わらないですね。普通にテーブルもこんな感じでついてるんで全然2等でいいと思います。パリに戻ってきました。モンパルナス駅、めっちゃ人多いな。新幹線のターミナル駅だからか大混雑、平日なのに。で今日は前回泊まったホテルとまた違うところ泊まりに行くんで、メトロ13番に乗って市内に向かいます。今日泊まるホテルの最寄り駅に着きました。路面電車も走ってるんだな、この辺り。なんかパリの市内よりもちょっと近代的な作りです。新しい街って感じ。でもちょっと右手に目を向けてみるとやっぱりパリらしい歴史的な建造物っぽい建物が見えてますね。でこっちの奥に今日泊まるホテルがあります。あれだ、ルメリディアンっていうホテルですね。今真ん中に見える。
チェックインしました。今日は友達とは別の部屋で予約してます。旅の後半はちょっと疲れてるんでね、お互いマリオットのポイントが溜まってたんで、それを使って泊まってます。普通に泊まると多分1部屋3、4万ぐらいするんじゃないのかな。で、アップグレードプラチナエリートなんでしてくれたんですけど、多分ボトムの客室とお部屋の広さはそんな変わってないですね。ちょっとこの辺の机とか椅子とかが豪華になって、水回りも後で見ますけど。で、外の景色は目の前、さっき言った駅の景色が見えてますね。これシャンゼリゼとか凱旋門とは逆の方向だ。フランスらしくおしゃれな絵が、アートが飾られてますね。で、水回りはどんな感じかな。ヒルトンと比べたら結構モダンな作りですね。完全にこれは。おお、いい感じ。綺麗。おしゃれですね。さすがルメリディアン4つ星5つ星ホテルでバスタブも深さがあって日本人好みですね。で、多分アップグレードされたんで、これバスタブとトイレがセパレートになってますね。ここにも豪華な絵。さあ、そしてホテルを出てやってきたのはフランスで一番有名な通りと言っていいでしょう。シャンゼリゼ通り。ホテルからギリギリ徒歩圏内なのと、地下鉄でも乗り換えなしでひょいと来れちゃうので、立地なかなかいいですね。今日泊まれるメリディアンホテルで、目の前奥に見えているのが凱旋門です。いや、誰もが知ってる門と通りですね、ここは。で、この左手に見えている建物が、これも知らない人はいないでしょう。ルイ・ヴィトン。ここがフランスのパリ本店ですね。上にはフランスの国旗がなびいてますし、これとんでもないな。なんか向こう側にルイ・ヴィトンの銀の箱みたいなのがあって、多分ここまで店舗が続いてるってことかな。僕はちょっとハイブランドも買うことがあまりないんで入りはしないんですけど、こんなでっかいルイ・ヴィトン見たことないぞ。で、左下見ると行列ができてますね。ルイ・ヴィトンに入りたい人たちで。道幅が他の通りに比べたら本当に広くて、さすがシャンゼリゼ通り歩きやすい。テラス席でいっぱいご飯楽しんでる人たちもいますし、ここも木陰があって涼しいわ。ハイブランドものも所狭しとこの大きな通りに並んでますね。で、この右手にあるカフェが1800年代創業の有名なカフェの一つですね。老舗ペストリーで日本にも店舗があるみたいですけど、パリの店舗はこの緑を基調としたインテリアですごい可愛らしい空間になってるんですよね。せっかくだからシャンゼリゼで一個カフェ行こうかな。さっきのカフェでも良かったですし、ここ左手に気になるのがロクシタンとピエール・エルメのコラボのカフェ。そんなおしゃれなものがあるみたいです。左手にロクシタン、右手にピエール・エルメ、これが合体してるってことかな。で、多分イートインもできるし、こっち側右手見てみると、テラス席でシャンゼリゼ通りを眺めながらカフェタイムできるんですね。うわ、店内すごいな。これスイーツ屋さんなのか化粧品のお店なのかわからないぐらいの、なんかこれポーチもパリでしか買えないポーチなんじゃないですか。これ多分これらのなんかセットが入ってるやつで35ユーロ。パリ限定モデルだったら欲しくなるな。で、目の前に並ぶのはフランスを代表するパティシエのお店、ピエール・エルメのスイーツがたくさん並んでます。この辺の板チョコとかもお土産で買って帰ったら喜ばれそう。10ユーロ。こんなおしゃれなロクシタンの店舗見たことない。リミティッドエディションって書いてますよ。この柑橘を使ったやつなのかな。テイスティングもできるようになってます。この86って書いてるやつは多分ピエール・エルメとのコラボ商品じゃないかな。ロクシタンと完全にパリならではのオリジナル商品ですね。カフェに入ってきました。この赤い屋根もついていて日を遮ってくれて、上に緑もちらついてて、こっち側にシャンゼリゼ通り。そしてメニューはピエール・エルメといったらマカロンですよね。僕日本にあるの知ってますけど食べたことないんでパリでいただきますよ。3個セット、5個セット、10個セットとかあるけど、こっちのセットが良さげ。20ユーロでマカロン2つと、あとはなんかパンとかも多分1個この中から選ぶことができて、好きなドリンクも1つお得なやつ。マカロン種類がありすぎてこれは迷うな。
もうやっぱシグネチャーってやつがオリジナル性の高いやつだと思うから、この一番上のやつとピスタチオが好きだからピスタチオが入ったやつにしようかな。ヨーロッパでは珍しい写真付きでこれスイーツ見せてくれてるのありがたいな。全部美味しそう。さあ本場フランスのマカロン初めていただきます。めっちゃうまい。サクッと甘い風味広がるんだけど、ラズベリーの酸味が絶妙に効いてるね。これは絶対紅茶と合うわ。このベルガモットの上品な風味とハーブが喉にスーッと通っていく。すごい香りがいい上品な紅茶。紅茶もうまいな。マカロンは日本でも食えるかもしれないですけど、やっぱこのシャンゼリゼで食べる特別感がたまんないね。この緑の風景とクリーム色とグレーのパリらしい建築景観を眺めながら、そしてこのピスタチオのやつですね。こっちの方がより香ばしい香りがしてうまいわ。マカロンの食べ比べも楽しいですね。甘いもの好きにとってはたまんないわ。そしてクロワッサン、これは日本じゃ食べれないんじゃない？知らんけどめちゃくちゃでかいからこんな感じ。顔とほら比較してもめっちゃでかい。うまっ。いやこれうまいわ。何層もあるこのクロワッサンがもうサックサクで中がふわっとしてて、もちろん甘みがあるんですけど、ラズベリーが中に入ってて甘いだけじゃなくて、これも酸味がちゃんと出て完成度が高いクロワッサン。ある意味なんかマカロンよりもこの大きなクロワッサンをがっつりかぶりつけるっていう贅沢がフランスでしかできないのかもしれない。なかなかね。いやマジでクロワッサンは外れがない。ホテルでもね今日3個ぐらい食べた。やっぱフランスはパンスイスのクオリティが高いってことが分かりました。でも本当真夏でもこうやって日陰を作ったら、もうこの地中海性気候が最高ですね。風がカラッとしてて日本の暑さなんてもう全くない。真夏にヨーロッパに来るのはありですね。気候的には本当に涼しくて、そしてこの洗練されたパリの雰囲気ですからね。めちゃくちゃたくさん周り人いるのに、車はたまにピーポーピーポー鳴ってますけどね。それ以外人間たちはやっぱすごい静かですね。東南アジアとかに比べるとヨーロッパはお上品な人たちが多いですよ、フランスは。カフェで一息ついたところで、これから凱旋門行ってみたいと思います。右手はパリ・サンジェルマンのオフィシャルグッズショップかな、ここは。やっぱりこの右手の建物と真ん中の青と左手にあるグリーンがコントラストが映えますね。木漏れ日も美しい。シャンゼリゼ通りはハイブランドももちろん並んでるんですけど、見た感じさっきザラとか H&M とかもあったんで、庶民でも普通に利用できるショップももちろんたくさんあります。もうないものがないというほど世界中のブランドが集まってるんでしょうね、ここの通りは。真ん中あたりにアップルの旗も見えてます。うわ、こんな重厚感あるアップルストア見たことない。入り口が門がお城みたいだ。フランスを代表する通りであるここのシャンゼリゼ通りは、歴史を遡ればなんと1667年ルイ14世の庭園整備の一環として始まったようです。それから18世紀から19世紀にかけてしっかりと今のように整備されるようになって、上流階級の散歩道から近代的な大通りへと変貌していったようです。でかつては車の交通量が多すぎて歩行者には不向きっていう声もあったらしいんですけど、現在は徐々に歩行者空間の拡充が進められて、今はもちろん車の交通量は多いですけど、普通に歩道も広くてすごい歩きやすいですよ。フランス人にとっても世界で最も美しい大通りと称されていて、誇りの象徴になってます。確かに美しいこの凱旋門と一体化した景色が。凱旋門に近づいていってますが、ここの凱旋門の手前側、これもまたフランス発祥の有名な世界的なブランドカルティエの本店があります。
太陽の日差しがいい感じでこっちのシャンゼリゼ通りを照らす中、目の前までやってきました。フランス凱旋門です。これができたのは1836年、ナポレオン率いるフランスが今でいうロシア、オーストリア強敵を倒して記念にナポレオンがすごい門を作れと命じたことから始まりました。高さは約50メートル、エッフェル塔よりはもちろん小さいんですけど、この重厚感ある分厚い作りでそれに負けず劣らず、むしろこっちの方が存在感があるっていうふうに思う人も多いでしょう。今回のフランス旅でよく聞く名前としてはルイ何世とか、あとはナポレオン、この2つのフレーズがよく出てくると思うんですけど、本当に簡単に言うとルイ14世がフランスを一つの国にまとめてものすごく強い国を作って繁栄させた、その時にできたのがベルサイユ宮殿、そしてルイ16世の時に荒廃してしまった、廃れてしまったフランス革命により庶民によって処刑されてしまったんですね、ルイ16世が。で、反乱が起きてバラバラになってしまったフランスを一つにまとめたのがナポレオンですね。で、そのナポレオンが建てたのがこのフランス凱旋門、彼が亡くなった後に完成したものです。だから本人はこの門を見ていないんですね。あれから百何十年も経った僕らが見られているのに。フランスで最も象徴的な建物といっても過言ではないぐらいじゃないですかね。近年だとワールドカップで優勝した時もここでパレードが行われて、たくさんの国民が集結したそうです。大変なことになってたでしょうね、その時は。戦争争い事じゃなくて、そういう平和的なスポーツで催し物が開催され続ける世の中であってほしいですね。ちなみにこのフランス凱旋門、個人的にはちょっと思い入れがあってですね、実は僕と誕生日が全く同じなんですよ。今日は8月5日で7月29日が誕生日、先週誕生日を迎えたばかりなんですね。もしかしたらその時に盛大に祝われていたのかもしれませんね。こんな勇ましい建物と同じ誕生日なのはちょっと誇らしいですね。はい、で今チケット22ユーロ払って中に入ってきました。で、実際に下に来ると大きさがまたやばい。これ人が立った方がね大きさ伝わると思うんで、今僕立ってるんですけど、その大きさですよ。カメラに入りきらない、こんな感じ。この辺に刻み込まれている彫刻も本当に精巧な作り。この右手に見えている彫刻がラ・マルセイエーズっていうやつですね。兵士たちが戦っている姿を示しているんだと思いますけど、フランスの国家の名前もラ・マルセイエーズっていう名前ですよね。うわー、この中央の天井の正面にある彫刻が本当に細かい作りですね。お花とか幾何学模様が描かれていて、革命家の名前とか帝政時代の将軍の名前がこの中に刻み込まれてます。いや、今のこの夕日をちょうど見ることができるのが綺麗です。本当で、この中央正面に見えているここが無名戦士の墓と呼ばれるところで、第一次世界大戦で戦死した無名戦士の墓になっているわけですね。その名の通り、毎日夕方18時半から追悼セレモニーが行われます。ここでさあ、凱旋門の中に入ってきましたよ。こんな螺旋階段を上に登っていきます。エスカルゴみたいだ。やっと登ってきた。これだけ登ったんだね。今ここもうちょっとで上まで行けるな。こっち側からか。お、光が見えてきたぞ。一番上が展望台になってる。すごい。うわ、これは圧巻だ。360度パリの街並みを見渡すことができます。今ちょうど後ろに夕日があるんで、夕日が照らす街並みが本当に綺麗。これは実際に見るとまた感動。今ちょうど目の前に広がっているこの通りが歩いていたシャンゼリゼ通りですね。たくさんの行き交う人たちと車がここから見ると米粒のように見えてますよ。まっすぐ奥の方まで伸びる道、綺麗にこれ四方八方に12本通りがあるんですよね。この凱旋門、正式名称はエトワール凱旋門だったかな。エトワールが星っていうのを意味していて、もともとは星のような形5つの通りしかなかったんですね。なのでそんな名前になってるみたいです。そしてこっちの右手奥の方には
高くそびえ立つエッフェル塔が見えてますね。この辺りは間違いなく街の景観を崩さないように高い建物がほとんど建ってないですね。東京とかに比べると高い建物が全然建ってないのでエッフェル塔が際立ちますよ。でもう一回こっち側左手を見た左手奥の方にちょっと丘がありますね。あそこがモンマントルの丘サクレクール寺院が真正面真ん中見えてますね。今回の旅ではまだ行ってないですけどね、明日の朝もしかしたら行くかもしれません。予定時間に余裕があれば。はっきりと盛り上がったこの丘の景色も本当に綺麗ですね。でシャンゼリゼ通り、こっちのちょっと右手のこのちょうど工事中の柱と柱の間に見えている2本突き出たと、これがノートルダム大聖堂だな多分。これ反対側の景色も圧巻です。目の前の真ん中見てください。こんなに高層ビルがパリにあるってこと僕知らなかったですね。やっぱ歴史的建造物のイメージが強いんで、この凱旋門とかエッフェル塔は知っていても近未来的なビルがこんなにパリに建ってるってことはあんまり想像してなかったんで驚きましたね。でちょうど真正面真ん中にもなんか凱旋門を真似したような近代的な四角い建物が見えますね。そして日没の時はこっち側にサンセットを見ることができて、これまた綺麗な景色ですよ。いや新旧両方のこの都市の景観も楽しむことができて見応え満載です。凱旋門の上は。いやしかしこの凱旋門を取り囲むロータリーも見応えが満載なんですよね。こんなにたくさん、今ちょっと夕方で交通量は減ってきてますけど、交通量がある中でよく運転できるなっていう景色が目の前に広がってるんですよね。基本的にこれどうやって運転したらいいかっていうと、それぞれ12個通りがありますけど、通りの方からこっち側内側に入ってくる車を優先して中に入れなきゃいけないみたいなルールがあるみたいです。なんで、この辺今ちょうど中に入ってきてる車、灰色の車とか青い車来てますけど、あの辺が入ってくるときは前の車譲ってますね。黒い車が譲ってあげてました今。なんであんな感じで入ってくる車が中に入っていけるようにはなってるはずなんですけど、多分レンタカーとか借りてねちょっと躊躇したりしてると中に入れずに困るみたいなことが起こるということですね。車ドライブが好きな人とかだったらこのロータリーをうまく運転できるかなとかいうのをチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。基本的にこれ車しか通ったらいけないはずなんですけどね、徒歩で渡ってるつわものもあそこいっぱいいますよ。ルール的には多分大丈夫です。危ない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 、おじいちゃん跳ねられちゃうよあれ。特に警察とかが取り締まることはないですね、このフランスは。信号無視してても。お楽しみの夕食の時間で、さっきのシャンゼリゼ通りの近くにあるスペイン料理を食べに行こうと思って、これ営業中って書いてたんですけど閉まってました。臨時休業かなということで、また別のスペイン料理を探してエッフェル塔の近くで良さげなとこ見つけたんで、今ウーバー呼んで向かってます。電車だとちょっと時間かかりそうだったんで、タクシー今降ろしてもらいました。4キロぐらい走って13ユーロだったかな。タクシー代も高いけど日本も高いんで日本と一緒ぐらいかな。でこの目の前にあるスパニッシュバルで今日は夜ご飯いただきます。フランスに来てなんでスパニッシュやねんって思う人もいるかもしれないですけど、さすがに連日フレンチだとねちょっと飽きてくるんで、隣の国ですからね、多分スペイン料理もめっちゃ美味しいでしょう。店内も程よくバルのようないい感じのにぎわいでも落ち着いた人たちが多いから、そんなめっちゃ騒がしいってこともないで、待ちに待った大好きなスペイン料理の時間がやってきました。メニュー表にちゃんとこれ絵が描かれてるから分かりやすい。パエジャ1人前で 24.5 ユーロ、安くはないけどパリの中では比較的いい方なんじゃないのかなこれは。であとはパエリア以外にもスペインらしいシシトウの素揚げとか生ハムとかワイン頼んじゃおうかな。まずやってきたのはイベリコ豚。
生ハムです。めっちゃうまそう。そして次に来たのはピミエントス・デ・パドロン、シシトウの素揚げ。これもスペイン名物。香ばしい匂いがする。はい、乾杯です。まずはすごいキリッとしてますねこれは、でも風味がめっちゃちゃんと出てる。このお酒に合うのがピミエントス・デ・パドロン。うまっ絶妙な塩加減だわこれ。シシトウの程よい苦みと揚げられた香ばしさと、なんか外国に来るとちょっと塩辛すぎたりね、もしくは塩が薄かったりするんだけども、本当に絶妙。美味しいぞここのスペイン料理。うまい。そして生ハムもう色見たら美味しいってこれ分かりますね。これはうまい。これうまいね。めっちゃうまい。めちゃうまいよね。肉肉しいね。味濃い。味が濃い。こんなに薄いのにもう豚肉の熟成された旨味が凝縮されてる。これはやっぱスペイン料理の生ハムうまいわ。これ日本でなかなか食えないね、このクオリティのハムは。本当だよ。求めていたものが見つかりました。いやちゃんと口コミ見て評価高いとこ選んだんでね、やっぱ間違いなかった、フレンチも食べれて美味しいスパニッシュも食べれて、これは満足だ。まだこれからパエリア来るんですけどね、まさにハムに合う赤ワイン。これは幸せだわ。やっぱスパニッシュが一番好きだ、ヨーロッパの料理で。でもね、明日最終日ぐらいはいい感じのフレンチ食べようかなと。ミシュラン星付きのなかなか予約が取れないところ、運よくおとついゴロゴロ空席出ないかなって探してたら1個だけ空きが出て予約できたんで、明日の夜も楽しみなんですけどね。今日はスパニッシュでドンチャンですよ。この世で一番ワインが美味しくなる食べ物です。ピミエントス・デ・パドロンと最上級の生ハム、そしてこの後来るパエリア。これだったら多少高くてもお金払っていい。さあそしてパンはフランスなんでね、これ美味しいはずで、アヒージョがメニューになかったんですけど、テーブルの上にこんなクリームを置いてくれてました。これなんだろうな、プロテッドクリームか何かかな。おお、またパトカー鳴ってる。うまっこれめちゃくちゃうまいんだけど、爽やかクリームにガーリックとオリーブオイルの風味がして、若干海鮮の風味もするかもしれない。これめっちゃうまくないですかね。すごい美味しい。このクリーム家に持って帰りたい。これ販売してたら買うね。ガーリックトーストになるよね、これつけたら。なのに爽やか、風味が。いやスペイン料理だけどちょっとスペインビーキっていうのもあるんですけどね、フランスに来て一番美味しいご飯食べてるかもしれない。やっぱうまいわスペイン料理。すごい、めちゃくちゃ大鍋のパエリアじゃんこれ。この手のひらがもう 1,2,3,4,5,6 個ぐらい入る。やばい、想像以上にでっかい鍋できたからびっくりしてる。さあレモンを絞って混ぜてからいただきますよ。これは見栄えも抜群で、さっきの生ハムとパドロンが美味しかったからパエリアも絶対美味しいよこれ。いや出汁が絡みまくってますよこれ。美味しくないわけがない。さあいっちゃいます、パエリア。むっちゃうまいむっちゃうまい。いやもうお米に出汁が染み込みまくってる。でもこの米もパラパラの具合がしっかり残ってて最高だなこれ。うまいね。もう味付けがこれも濃すぎず薄すぎず、海鮮の出汁のうまみをもう存分に堪能できます。サフランの風味もちゃんと効いてますよ。海鮮もこれ中にホタテにムール貝にイカにエビにもうオンパレードですね。ムール貝もめっちゃでかい。
あ、うまっ。ムール貝もガーリックと白ワインの風味がついてるわ。風味付けされてんじゃないのかな。パエリアもうまい。やっぱパリはね、もちろんフランス料理も美味しいんでしょうけど、いろんな国の料理が大都会だから集まってるんで、多分ね、どの国の料理食べてもクオリティが高いんだと思います。日本食はまだ食べてないですけど、実は別日にね、ベトナム料理食べたんですよ。でそこで食べたフォーが今まで食べたフォーで一番美味しかったんじゃないのかなっていうぐらい美味しかったです。さすがにパリなんで価格的にはもちろんベトナムの何倍も値段はしたんですけど、フォーが確か15ユーロだったかな。だから2000円台のフォーだったんですけど、久しぶりにアジア料理食べたんで、もう感動するレベルに美味しかったんですよね。だからやっぱせっかくパリに来たらそういう腕のいいシェフが集まってるんで、フレンチだけじゃなくてこういう他の国の料理食べるのは全然ありだと思います。このスパニッシュも超うまい。Yeah, this is the best Spanish restaurant in Paris. Yeah. Thank you. It's sweet liquor, it's Spanish liquor. Spanish It's so sweet. liqueur. So good. It's liquor 43. Okay. Okay, thank you. なんかスパニッシュのリキュールくれたんだけど。It's sweet and. おお。Merci. It's okay. It's okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. そして最後デザートチュロス注文しました。スペインのデザートっていうか、朝食で食べる文化があるみたいですけどね。甘いもんといったらこれですね。いやこれも食べたかったんだ。ホットチョコレートにディップしたチュロス。うまい。いや揚げたて熱々で、これね、あんまり日本のチュロスに比べたら砂糖とかが振られてなくて甘さがなくて、むしろちょっと塩味がするぐらいなんですよ。でもこのホットチョコレートにディップすることによってちょうど良い甘みを発しながら香ばしくサクッともちもちのチュロス、食感も楽しめるっていうね。いやスペインのチュロスうまい。喉が焼けるやつ、気持ちだけ本当にありがとうということでね、いただきます。もう全部飲んだら多分死んじゃうんで僕でも美味しいなこれ。甘い、うまい、普通にうまい。多分お店のいいやつ持ってきてくれたんじゃないのこれ。熟成されたやつ。31%。大変だこれ。いやまたこれスペイン好きになっちゃいますよ。いやフランスは美味しいスペイン料理もいただけるということで最高っすね。ホテル近くの地下鉄帰ってきました。お酒飲みすぎてまさにこんな状態ですね。おやすみなさい。パリ最終日、今日の午前中にまずやってきたのはモルマントルの丘という、昨日凱旋門から見ていた小高い丘の上にあるこのサクレクール寺院ですね。これもパリ観光の中では代表的なスポット。歴史をたどると結構面白くて、1870年のプロイセン戦争の時にフランスが敗北した際に、簡単に言うとフランスが調子に乗りすぎたからそれを反省しようと神の罰が下ったということで、カトリックの信者たちが国の道徳と信仰を取り戻すために作った、そんな寺院です。で反対振り返ったらここは丘の上なんで素晴らしいパリの景色を一望できます。目の前素晴らしい景色だ。昨日の凱旋門は有料ですけど、ここは無料で訪れることができますからね。丘に登ってくるだけなんで、多分地下鉄とかで来たらこっちの方から階段登るのがちょっと大変なんですけど、今日はねあんま時間もないということでタクシー使ってきたんで、一番上まで一気に連れて行ってくれてめっちゃ楽でしたよ。手前側には噴水みたいな水辺もあって、すごく平和な雰囲気が漂ってますね。何か重要な建物見えるかな。これかな。今真ん中に見えてる2本塔が立ってますね。これがノートルダム大聖堂の方面ですね。昨日の凱旋門からよりもノートルダム大聖堂はここからだと近いんで、よりはっきり見えてます。
そしてこっちの右手側、この一番端っこの方に見えてるちょっと大きな建物、これがオペラ座じゃないかな。でこの木に隠れてますけど、もうちょっと右手行ったところに多分エッフェル塔とか凱旋門が見えると思います。ちなみに真ん中にあるこの大きなタワー、これモンパルナスタワーっていうタワーで、高さが210メートル、今パリで一番高い建物みたいですね。この建物がモンパルナスなんで、モン・サン・ミシェルとか行った時に使った駅のあたりにあのタワーがあります。完成は1972年なんでそんな昔じゃないんですけど、やっぱり他の歴史的建造物が印象的なんで全然知らなかったですね。こんな大きなタワーがあるとは。寺院の中には無料で入ることができるみたいです。ただやっぱり無料なだけあって大行列ができちゃってますね。お金を払えばこの寺院の上に登ることができて、より高いところからパリの市内の景色を望むことができるっていう風に書いてます。昨日凱旋門からいい景色眺められたんで上に登る必要はないかな。この後お昼過ぎに美術館予約してて遅れるとちょっと心配だから今回入るのは諦めます。モルマントルの丘っていうだけあって、この辺りの街並みは坂道で、これはこれで味がありますね。基本的に平らな道が続くパリの中では珍しい光景です。モルマントルの丘を出て、ここがまたセーヌ川沿いにやってきました。で今日の午後は美術館巡りです。まずこのオルセー美術館ですね。ルーブルが一番でかい美術館なんですけど、ここも誰もが知ってる作品がたくさん展示されているということで、ルーブルの次に有名な美術館ですね。もう建物がでかすぎて、こんな重厚感のある大きな美術館見たこともないし入ったこともないですね。真ん中の時計のでかさがすごいです。あれ針の長さが人間4人分ぐらいあるんじゃないあれ。でチケットは事前にウェブ上で手配してきました。これ絶対ウェブで買っといた方がいいですね。目の前チケット売り場は大行列になってます。もうルーブルとこのオルセーは予約必須ですよ。でこれもまた旅行開始時には取ってなかったんで、今日のこの時間しか空いてなかったんですね。事前にチケット購入したら時間で分けてるからすぐにスイッと入ってこれましたけど、時間で分けててもこの人の多さとんでもないな。チケットソールドアウトだから当然なんですけどね。右手になんか自由の女神ありますけど、有名な絵を探しに行きましょうか。この贅沢に広い空間使ってるのがまさに美術館ですね。ヨーロッパの大きな駅の天井みたいだなっていうふうに思ったんですけど、まさにこれ1900年にパリで開催された万博のために建設されたオルセー駅を再利用して1986年比較的近年にオープンした美術館なんですね。そして反対側には金ピカに輝く豪華な時計もあります。ちょうど真ん中あたりで入り口入ってきて、左手の方に奥の方進んでいくと有名なのが一つありました。これが絵画のアトリエ、クールベという有名なフランスの画家さんが描いた超大作です。真ん中にクールベさんがいるんですけど、左側と右側でちょっと違う世界観を描いてるんですね。左手が現実の社会、労働者とか農民とか物乞い、借り人など社会のリアルな人たちを映し出していて、右側は詩人、哲学者、友人、愛人など芸術や知性の象徴、そんなものを描いてます、ね。何を言いたいんでしょうね、これを描くことで。自分が左側の現実と右側の芸術の狭間で生きている画家だと言いたくて、芸術とは現実から学びつつ精神の自由も大切にするものだと訴えたいそうです。はい、全ての絵画にはメッセージが込められているわけですね。1階には比較的最近の近代の絵画が展示されているのかな。で一番奥まで来てみると5階まで一気に行けるエスカレーターがあります。情報を見ると5階から下った方が有名なの見やすいって書いてたんで行ってみよう。5階に登ってくると、さっき外から見てたこの大きな時計が空洞になってるんだ。ここで写真撮影をみんな楽しんでます。さっき言ったモルマントルの丘とかオペラ座がちょうど真ん中正面あたりに見えてますね。もう一つまた有名なの見つけました。美術の教科書でなんか見たことがあるやつ、ムーランドラ・ギャレットの舞踏会。
ルノワールが1876年に描いた印象派の代表的な絵画ですね。これ場所がパリ・モンマントルの風車小屋っていう風に書いてるんで、まさにさっき言った丘のところじゃないですかね。シンプルに当時のパリ市民の楽しい日常が伝わってくる絵です。分かりやすくて初心者でも楽しみやすい絵画ですね。パリの街並みを歩いてても木漏れ日が本当に美しいなって思ったんですけど、それを絵画の中で表現できてる感じがすごいね。どこに有名作品があるのか分かりづらそうなんですけど、有名な作品の前にはこんな感じで基本的に人だかりができるんで、意外とすぐに見つけれちゃいます。で今人が集まっていたところが、これも美術の教科書で見たことあるやつ、ローヌ川の星月をゴッホさんが1888年に描いた作品ですね。フランスのアルルという町でローヌ川に映る星と町の明かりの反射を描いた美しい夜景の絵ですね。ゴッホは特有のぐるぐるした筆使いで空の星が強く輝いて見えて、まるで動いてるように感じます。水面の星の光がギラギラしてて幻想的ですね。次にやってきたこれが青い水田、モネさんが描いた絵ですね。自宅の庭に作った池と水辺の植物を何十枚も描いたシリーズらしいです。この青から紫系の幻想的な色彩が美しいですね。これも知らない人はいないんじゃないですか。ゴッホさんの自画像です。鏡を見ながら自分を描いたわけなんですけど、なんと自分の自画像30点以上描いたらしいですね。なんでそんな描いたのかっていうと、お金がなかったからモデルを雇えずに自分を見て絵を描いてたと。今や世界中で知らない人がいないぐらい名を轟かせているんですけど、そんなシンデレラストーリーって言えばいいのか、雑草魂と言えばいいのか、そういうのを感じられる絵なんですね。美術館好きだったら多分一日中いることができるでしょうから、なんと美術館の中にレストランがあります。誰もが知ってる作品じゃなくても飾られている絵は本当に美しいものばかり。これはローマのコロッセオですかね。まるで写真のように精巧に描かれてますよね。こうやって美術作品をゆっくりと眺めながら、この絵はどんなメッセージを伝えようとしているのかなっていうのをゆっくり考える。これも贅沢な時間の使い方、一つの旅行の楽しみ方なんでしょうね。日々仕事に追われてる人で美術館に来ると心落ち着くっていう人もいるらしいですから、僕はどちらかというともうやりたいことが多すぎて日々忙しいのが嫌いではないんですけど、もうちょっと年齢重ねたらもしかしたらそうなっていくのかな。でもう一個有名な落ち穂拾いっていうミレーが描いた絵画を探してたんですけど、この真ん中がちょっと似てるとは思ったんですが、なんとここを見ると、ただいまこの絵画は上海とロンドンのナショナルギャラリーに行っちゃってますということで見ることができません。まさかの上海だったら福岡からすぐそこに今これあるってことじゃん。臨時休業ですね。まさかの絵画。芸術作品で期限付きでお引っ越しすることがあるんですね。後ろのオルセー美術館から今は上海に行っちゃってるということですが、今有名どころは見たんで出てきて、これから徒歩13分ぐらいですね。セーヌ川を渡って向こう側にある世界最大の美術館、ルーブル美術館に行きます。歩いてすぐ到着。多分ここの中がルーブル美術館だと思うんだけど、中に入ってくるととんでもなく広大な土地にこの重厚感ある建物が並んでるんですけど、なんとここが美術館です。信じられない。歴史をたどると、もともと王宮だった場所に美術館を作ったんだから、そりゃ巨大な建物になるよなということですよ。初めて目にした人はこれが美術館とは絶対に言わないでしょうね。で真ん中にピラミッドがあるんですけど、あそこが入り口なんですよね。昔は王宮だったから迷路のように入り口って使いにくいっていう問題があったそうで、それを解決するために1989年にメインの入り口としてピラミッドのような形のガラス張りのアートができたとのことです。美術館のチケットもね、今回直前だと全くオフィシャルで予約取れませんでした。繁忙期なんで。でツアーですね、Get Your Guide っていうサイトで
ガイドツアーではなくてこのルーブル美術館とセーヌ川クルーズのセット価格で1人当たり50ユーロだったかな。それでなんとか今の時間帯確保することができました。いや危なかったですね。3時にチケットを予約してて今2時半頃でこの入り口の近くにカフェがあったんでここでちょっと一息ついてから中入ろうと思います。で注文したのがアイスソルベ、これがストロベリー味ですね。上にクッキー乗せてくれてます。12ユーロ。あとはアイスカフェラテです。ヨーロッパ場所によってはこのアイスコーヒー系置いてなかったりするんですけどね、夏はやっぱ飲みたいわ。場所代もあって高いけど品自体は美味しそうですよ。このクッキーも、おおソルベもアイスクリーム。今日の夜ご飯は高級フレンチなんでお昼はこれで我慢しますね。時間がないっていうのもあるんですけど、シャーベット甘みと酸味しっかり出ててうまい。これもサクサク香ばしくてナッツの香り、やっぱスイーツクオリティ高いわ。アイスカフェラテはもうちょっと冷やしてほしいな。日本みたいに氷ちゃんと入れないですからね、こういうコーヒーのアイス系は。確かアイスコーヒーって日本が発祥じゃなかったかな、違ったかな。でもソルベは普通にめっちゃうまいからおすすめかも。さあじゃあ3時になったんでここのピラミッドから中に入っていきます。無事入れました。今ね当日券買おうとしてきた人が入れないのかって言ったらウェブオンリーだ、次空いてるのは15日だけっていう風に言われてましたね。やっぱ知らずに来て帰っちゃう人もいるんですね。セキュリティチェックが終わって中に入ってくることができました。この下から入場するのかな。入り口がどこかよくわからんのだけど、ここの有名なミロのヴィーナスの絵があるから多分これはこっちにあるよっていうことなのか。行ってみよう。入ってずっとまっすぐ進んでいったらここはピラミッド潜ってたんで地下の1階ですね。多分美術品とかが置かれてるのは0階とか1階とか上の階だと思うんで上に登らないと、この辺りも王宮時代から残っている地下の通路なのかな、もしかしたら。ずっと進んでいったらスフィンクス、これもしかしたらエジプトから持ってきたやつなのか。みんな写真撮ってますよ、こちらの人たち。オルセイ美術館は絵画の美術館だと思うんですけど、ここはもう遺跡みたいなものもたくさん置かれていて、規模がやっぱ全然違いますね。ピラミッドもあったし、この辺は古代エジプト文明とかそういうコーナーになるのかな。今入ってきてだいたい30分ぐらい経とうとしてるんですけど、もう想像以上に広すぎて今自分がどこ歩いてるのか全然わかんないんですよね。モナリザさんとかミロのヴィーナス探してるんですけど、あそこ今ちょうどこっちですよって記してくれてるんで進んではいくんですけど見つけられないんですよね。本当に広すぎる。ここのルーブル美術館はね、普段僕ガイド付きのツアーとかは旅行で使うことほぼないんですよね。 Google で今は調べたらチャット GPT もあるしいろいろわかるんで、でもこれだけの大きな規模だったらね、個人的には初めて日本人のガイドさんをつけて巡りたいなっていうふうに思っちゃいましたね。じゃないとそこら辺本当に見応えのある作品がきっと置かれているんでしょうけど、何なのかが全然わからないんで 100% 楽しみ尽くすのは難しいですね。美術、芸術、歴史に相当詳しい人じゃないとね、個人で来てもでもミロのヴィーナスとモナリザは絶対見て帰りたいんで、その2つにたどり着けません。何も考えずぐるぐる回ってるだけなんだね。これほどまでに迷路のように迷い込んでしまう建物は今までの人生でもあまりないですね。家族とか友人できたらね、一番最初にこのモナリザとかミロのヴィーナス見つけられるのは誰かみたいなゲームしても面白いかもしれないですね。今みたいな印の方向向かっていっても全然見つからないんですよ。もうこれまたものすごい高さのドームで、こっち左手たくさんの人入っていってますけど、おお
なんだこれは。とんでもなく金ピカでゴージャスな空間に入ってきました。しかもめっちゃ人多い。まるでベルサイユ宮殿に来たかのようなきらびやかさじゃないですか。美術館の中なのに、もともとやっぱり王宮だった場所っていうことでこういう空間もあるんでしょうが、ここは天井の真ん中にアポロンの絵があるっていう風に書いてますね。太陽の神のたくさんの絵とか金の飾りがあって、まるでお城の中みたいなんですけど、フランスの昔の王様や女王様が使っていた宝石とか王冠を見ることができる場所みたいですね。ここいっぱい人集まってるから絶対その王冠とかが置いてるとこだ。おお、すごい。うわー、確かにこんなにキラキラ輝いた冠見たことないな。これ一体いくらするんだろう。一番上の冠のエメラルドグリーンがめっちゃ綺麗。うわー、すごいね。これダイヤモンドとかいろんな宝石がたくさん使われてるんでしょうね。いろんな色合いが使われてて贅沢極まりない王冠だ。これが実際に本当に使われてたんですね。こういうきらびやかな内装だと世界共通で、うわーすごいって思える場所ではあるんで、たくさん人がいますね。ここにも書いてますね。この辺はもう完全に中世ヨーロッパっぽい雰囲気が漂ってきてるんで、もうすぐ見られるんじゃないのかな。ここにも左右に立派な絵画がたくさん。発見した。ここだ。ついに探し求めてましたモナリザさんに会えます。おい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 、とんでもない人だかり。俺一番前に行くまでどれぐらいかかるんだよ。まだ見えてない。ちょっと真ん中にちらっと見えてますけど、おんぶするなみたいなマーク出してるわ。いやー、さすがルーブルで一番人気の作品なだけあるわ。これここはカメラのズーム機能をなんとか生かして撮るしかない。モナリザ、世界で一番有名な絵と言われる女性の肖像画ですね。作者は有名なイタリアの天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。なんでそんなに有名なのかっていうと、この不思議な微笑み、見てると笑ってるような無表情のような、とにかく見る人によって感じ方が変わるんですね。本当に見ている人と目が合ってる、どこから見てもなんとなくこっちを見てるような感じがする。肌のグラデーションとか背景が当時としてはものすごくリアルで丁寧だったんですね。で1911年に一度盗まれたことがあって、それが世界中の大ニュースになって世界一有名な絵になったと言われてます。一番前に来れました。5分ぐらい並んでたら前まで来れましたね。これが本物のモナリザです。これですよ。すごいね、モナリザの人気具合。何も知識がないとしたらただの肖像画なんですけど、みんながすごいと言えばそれがすごくなるんですね。真ん中のここから出てきたんですけど、モナリザのエリアは完全に一方通行になってました。こうやって秩序保たないともう人でごった返して大変なことになっちゃうんですね。出てきてみるこのドームもものすごく見応えのある作り。この中世ヨーロッパのエリアはやっぱどこ見ても花がありますね。でさっきあのエリアにいて、こっちの手前側まで出てきたら、これまたとっても有名な絵が目の前に現れましたね。民衆を導く自由の女神。自由の女神とは言ってもアメリカじゃなくてフランスの自由の象徴として描かれた女性ですね。モナリザほどは混雑してないけど、ここもたくさんの人だかりができてます。これはモナリザよりもね、めちゃくちゃ近くまで近づくことができるんで、ガラス張りとかになってないので、いやこんなに近くまでこの名作近づいて見ることできないと思うんでね、貴重な体験ですよ。今モナリザさんは1階、日本でいう2階にいたんで、ミロのヴィーナスさんは0階ですね。日本でいう1階にいるらしいんで、1つ下に下っていきます。これはもうその匂いがプンプンする景観が目の前にありますよ。最初入ってきたところにミロのヴィーナスっぽいのがあるんですけど、これまた別の作品ですね。
ミケランジェロの目の前が瀕死の奴隷で、隣にあるのが抵抗する奴隷。こっちはまだ抵抗してるんで筋肉がしっかりした感じなんですけど、こっちは瀕死なんで少し弱ってます。そんな違いを見比べて楽しむんですかね。今の瀕死の奴隷からもっともっと進んでいったところにありましたよ、マークが。結構まだ先なんだな。お、これだ、やっとたどり着いた。こんな大きなドーム型天井の下に置かれてるんですね。特別感が半端ない。でもモナリザさんよりは人気がないって言ったら失礼かな。人がちょっと少なくなりましたね。あれ、これ違うな。ミロのヴィーナスじゃないわ。顔がついてない。また別の作品でサモトラケのニケっていうやつですね。これ上に登るんじゃなくて、ミロのヴィーナスさんはこっちの下でした。はい、右下って出てますね。0階、日本でいう1階ですね。見つけた。今のところずっとまっすぐ突っ切っていったらついに見つけましたよ。これがミロのヴィーナス。よかった。モナリザほどは混んでないから心地よく撮影できますね。これも知らない人がいないでしょう。ルーブル美術館の代表作。失われた腕にもかかわらず調和の取れた姿で古代美の象徴とされています。腕が欠けていることが有名ですが、これは実は最初からなかったんじゃないかとか、いやいやあったでしょうっていう説両方あって、もし腕があったらただ腰に手を当ててたとか、盾を持ってたとか、リンゴを持ってたとか、いろんな復元イラストが勝手に出回ってるみたいですね。不確定要素が多いからこそ人を引きつけるっていうのもあるんでしょう。ちょっとここで初めて来る人のためにどこに有名どころがあったのかおさらいしておきましょうか。入り口がこのピラミッドで、こっち側下の方にセーヌ川があるんですね。なんで、これがモナリザさん。モナリザさんとこの2つ有名な絵画なんですけど、川側の方に向かっていけば、これを見ることができます。そしてミロのヴィーナスもこれ最初間違えたやつなんですけどね、この辺りです。これ今1階の地図なんで書いてないですけど、この辺りに1つ下の階、0階降りたところにミロのヴィーナスがあります。ということで結局こっちにミロのヴィーナスあるから進んでいったらミロのヴィーナスがあるっていうわけじゃなかったですね。入るときはこっちから行ったんですけど、実際はこの右手モナリザがあるんですけど、こっちにモナリザさんとミロのヴィーナス両方あるエリアですね。出口がこの右手にあって、もうこっちの正面とあと後ろと左手3方向に美術館の入り口があるんですけども、川側に向かっていったら効率よくモナリザさんとミロのヴィーナス早く見られると思います。美術館出口から出てきたらこんな地下のエリアにつながっていて、逆三角形が目の前見えてて、ここでもたくさんの人が写真撮ってますね。で、地下のエリアはショッピングセンターみたいになってます。目の前カフェが見えてますけど、こっち側の奥の方、地上地下鉄につながるまでずーっとショッピング通りになってるんですよね。もう美術館も迷路だし、この美術館からここのショッピングのエリアまでずーっと迷路状態ですね。ここはスターバックスのリザーブのお店、ショッピングもあるしフードコートみたいなところもありますね。もう本当一日中楽しめるようになってます、ここの美術館は。いや、とんでもなく広かったな、ルーブル美術館。めちゃくちゃ歩きましたよ。このエリアから動いてないはずなんですけど、おとついとか遠出した時と同じぐらいの歩数行ったと思います。この動画を参考にして皆さんは効率よく回ってください。参考になるか分かりませんが、美術館から地下鉄でもう一回ちょっと行きたいショッピングモールがあるんで、オペラのエリアにやってきました。目の前がギャラリーズ・ラフィエーテって読むのかな、読み方わかんないんですけど、フランスの有名なモールデパートで内装がすんごいきらびやかって聞いたんで、あと屋上に展望台があるみたいです。中入ってきて中央の吹き抜けがとんでもないです。ここもまた宮殿の中に迷い込んできたかのような
うわー、この上のライトが当たってブルーになってる感じ、あとステンドグラスみたいなものもたくさん並んでてほんと綺麗だ。あでここなんか透明のせり出した歩けるエリアもあるんですね。ショッピングモールですら他とは違いを見せつけるパリ、すごいね。屋上に出てきました。おお、すっごい見晴らしがいい。こっちの方、おお、ここからの景色も綺麗だわ。真ん中にちょうどエッフェル塔がそびえ立ってるのが見えますね。このデパートの屋上だったらね、無料で来ることができるんで、エッフェル塔とか凱旋門は有料になりますけど、ちょっとお財布の紐厳しいなっていう人はここからでも、あと午前中行ったモンマルトルの丘からでもパリの眺望楽しめますよ。いやーでも何回見てもパリの街並みは美しいですね。本当統一感があって目の前にそびえ立つオペラ座ですね。この街とも今日でおさらばでちょっと名残惜しくなってきました。はい、じゃあこれからめちゃくちゃ楽しみにしていたフレンチディナーを食べに行きます。さっきのデパート出てまさにパリにバスで到着したエリアにまた帰ってきましたね。あ、このバスの右手のとこリンツのチョコレート屋さんがありますね。スイスで有名な、ここに来る前スイスに来たんで覚えました。有名なチョコレート。到着しました。目の前のこの緑の建物、お店の名前は読み方わかんないですけど、セプティム、ミシュラン一つ星、そして世界のベスト50のレストランの常連らしいです。ウェブでの予約が3週間前に開始されるんですけど、すぐに満席になっちゃうほどの人気店。運よく2日前にたまたま空席が出て取れました。入ってきました。外観はちょっとカフェみたいな感じで、中も結構意外とカジュアルで、ミシュランのレストランにしては入りやすいですね。予約してもうメニューとかよく分かってないんですけど、多分コース料理がもう出てくるんじゃないのかな。予約した瞬間にメニュー表っぽいのがドリンクしかないから。で最初にこれよくわかんないですけどスープみたいなのが出てきました。トマトとなんとかのスープって言ってましたね。いただきます。絶品だこれ。トマトの甘みとオニオンのコク、そこにねちょっとこう上品なハーブの香りが漂っていく。なんかね日本の出汁を飲んだかのようなすっきりとした味わい。めちゃくちゃうまいです。Thank you。2つ目のスナックメニューみたいなこと言ってました。パイみたいなやつかな。どんな味なのか全く想像できない。楽しみ。これはどうやって食べるのかというと、多分このソースをこのパンみたいなパイみたいなやつにつけていただくんでしょうね。いただきます。これもうまい。多分クロテッドクリームが下にあって、その上にオリーブとこの緑の謎なんだけどコクがすごいある。まろやかですっきりとした味わい。そこにこのパンの香ばしい香りが漂ってきます。中はふわふわもちもちで白ワイン。これもうまいな。これうまいですね。すごいすっきりとしていて飲みやすいワイン。ぐいぐいいけちゃいそうなやつね。It's watermelon. The watermelon is cooked and soaked with a preserved watermelon juice. There's some preserved and fresh watermelon juice with acacia and chili vinegar. There's some pimenton and saffron oil, and osoirati, which is a new cheese from southwest of France, from Basque Country. ナイス、Thank you。出てきましたね。これがスターターって言ってましたね。だからさっきのはまだなんか多分アミューズとかそういうやつだったんだと思います。ちょっと何言ったかも忘れちゃったんですけど、チーズとかなんて言ってた？チリソースも言ってたね。あとウォーターメロンって言ってたね。スイカとも言ってたんで複雑な味わいなんでしょうね。でバゲットも一緒に出てきました。
もうどんな味か全く想像できないっていうのが楽しいですね。本当にこれまで食べてきたやつ大抵想像つきましたからね。なんだこれは初めて食べる味だ。またこれも確かにウォーターメロン、スイカのこのみずみずしい甘みを発するんですけど、その中にほんのりチリが入ってるんで、言われないとわからない程度のこのほんのりとした辛みに、そこにチーズの酸味、多分相当いい産地のチーズ使ってると思うんで、このみずみずしいスイカの甘みから入ってきて、その後ピリッとチリの刺激、そして最後チーズのコクで包み込んでくれる、まろやかに最高だなこれ。白ワインと合いますねこれも。いやうまい。こういう繊細な味が好きなんですね。日本人はやっぱりちょっとすっきりしたパンもつけていただきましょうか。しっかりこの出汁につけてね。いやこれもうまいな。小麦の風味がすっごいしっかり出てて、そこにねすっきりした味って言いましたけどね、その小麦の風味を邪魔しない程度にアクセントを加えてくれますね。甘み、酸味、辛みで絶妙な味わい。次も謎の料理が出てきました。この茶色いやつがアンチョビソースっていう風に言ってましたけど、それ以外は分からなかった。ハーブも乗ってるんで、あとは緑のソースと一緒にアンチョビの海の風味と塩辛い感じなんですけど、それをこのハーブミントかな、それで後味がすっきりになってる感じかな。緑のないって何なんだろう。分からんな。オリーブオイルの風味とニンニクの風味もするけど、アンチョビが比較的強めで、上に乗ってるこの実はキュウリみたいにすごいみずみずしくてシャキッとした感じです。また繊細な味わいで初めて食べる味だ。でもアンチョビの海の風味なんで白ワインと合います。合います白ワインがうまい。さあもう毎回どんな味がするか分かりませんよ。ワクワクです。これ一番上に乗ってるの耳側みたいなやつかな。で中はちょっと開けてみますね。ちらりとオープンすると、なんとロブスターです。下にタルト生地みたいなやつが入ってますね。ケッパーってなんか単語が聞こえたんで、いろいろ風味付けされてるんですね。ロブスターと下のパイ生地と一緒に。うまっ。これもめっちゃうまいですね。多分ロブスターで出汁を取ってこのクリーミー仕立てにしたソースですね。これが絶品で、これもやっぱりこのロブスター本来の味を邪魔しない程度の適度なソース、風味、そしてなんかこの下のパイ生地みたいなのの中にロブスターのすり身とか、ちょっとこうレンコンのようなシャキシャキっとしたさっぱり風味のお野菜が入ってるんですよね。そこにこのパイの小麦の風味と、最後にあと耳側のこのコリコリ食感もね、すごいいいアクセントになってて、いろんな味わいが口の中でこれはフュージョンしてますね。美味しい。でさらには山椒ケッパーの風味もアクセントですよ。日本の高級店でご飯食べてるみたいな繊細な味がしますね。どれ食べても。これまた海鮮だから白ワインですよ。いやこれは幸せだ。次の料理来ました。もう見た目だけじゃ何の料理か分かりません。エッグプラントって言ってたんでナスですね。なんかスプーンが見たことがない形してますよ。なんだこれ、ナイフ兼用みたいな。なんだこれ。ナスの甘みにこのソースが絶品ですね。チーズの風味と、やっぱりこれもちょっとピリ辛の味わい、トマトソースっぽい味もするけど、甘みと酸味と辛みと、そして最後にこのハーブでまた上品に包み込んでくれる。なんかこれはね、ちょっとタイとか東南アジアのテイストが入ってる気がする。そしてこれがお肉料理です。
ちょっとお野菜に隠れて見えにくいんですけど、牛の子供の牛っていう風に言ってましたね。生後10ヶ月未満、羊でいうラム肉みたいなのが牛にもあるんですね。上に乗ってるのはシンプルにキャベツとニンニクかな。あ、うまい。この子牛は赤身の風味ももちろんするんだけど、ちょっとこうジューシーな感じですっごい柔らかいです。でもね、ジューシーだけど後味はすごいすっきりしてる。多分このソースがプラムが使われてて、酸味とすっきりとした風味で後味がすごいさっぱりしてて、で上に乗ってるのはこれニンニクじゃなくてナッツですね。で香ばしい香りも一緒に楽しむことができるということです。これでなんか日本のステーキの味付けと全然違うけど、これ日本人で嫌いな人もいないと思う。めっちゃうまい。そしてお肉には赤ワイン。辛口ワインですね。これはキリッと、少し透明度があるんでミディアム寄りだけど後味キリッとですね。酸味も出てる感じがする。外国にいる感じがしないです。上品な風味で後味がすっきりしたものばっかりで、それでいながらも深い味わいが楽しめる。そうか、高級なフレンチはこんな感じなんですね。外国人ってビッグサイズをがっつり食べるってイメージばっかりあったんですけど、フランス人はこういう料理も好きなんですね。デザートの前にチーズが出てきました。これがドイツとスイスの国境あたりで採れたチーズで、これがフランスとスペインの国境あたり、ピレネー山脈ですかね、で採れたチーズで、これがフランスのちっちゃな町で採れたチーズ、すべてヨーロッパの有名な産地で持ってきたチーズなんですかね。ブルーチーズをいっちゃいます。この独特の臭みがあるやつ、好き嫌いが分かれるチーズでもありますけどね。でもうまいね。嫌な臭みがない。めちゃくちゃ濃厚な熟成されたチーズっていう感じで、多分これが一番ワインに合いますね。白ワインなくなっちゃいました。うますぎる。チーズは赤ワインのイメージ持ってたんですけど、ここ来る前スイスでチーズフォンデュ食べるときに白ワインが一般的って聞いたんでね、白ワインも普通に合います。チーズに。でもブルーチーズは赤ワインなのかな、知らんけど。最後デザート出てきました。キューカンバーソルベって言ってたんで、キュウリのソルベ、あとはローズ、バラの風味がするみたいなことを言ってたんで、これも味が想像できない。デザートまで。すっごいすっきりしたソルベだなこれ。確かにキューカンバーだからキュウリの風味するけど、若干こうメロンのような甘みも漂ってくる中で、チェリー、ベリー系の甘み、酸味も全体的に酸味が強めの本当にすっきりデザートですね。でやっぱりハーブの香りもするんですよね。甘いのめっちゃ好きって人だともしかしたら物足りないかもしれないですけど、個人的には最後からすっきりできるのはいいですね。いやー贅沢なディナーだった。人生で初めての本格的なフレンチの本気って言ったらいいのかな。ミシュランに掲載されてるぐらいなんで、予約もすごい取りづらいらしいんでね、確かに美味しかったですね。何よりも出てくる料理全てがもう全く想像がつかない、どんな味がするんだろうっていう。なかなかやっぱこう年齢重ねてくるとそんなことないじゃないですか。だいたいこれぐらいの味するんだろうなみたいな。でも海外はこう日本に比べたら繊細な味付けとかが少ないんで、本当出てくる料理想像できるものばっかりなんですけど、基本的にもうこれまでの旅行でもオムレツ以外はだいたい想像できる味だったんですね。まるで今日の午後行った美術館みたいですね。次に何が見れるのか全くわからない、ワクワクするみたいな、そういう絵画とかのアート作品だけじゃなくてお料理も、パリはアートでしたね。いやいや小屋さん、ちょっと本音でちゃんと言ってねって求めてくれる人もいると思うんで、本音を言うと美味しいです。美味しいですけどやっぱねパリ価格なんで多分ねこれ1人当たり2万円台ぐらいすると思うんですよね。そうやって考えるとやっぱ日本人の腕が入ったちょっと和食のテイストが入った和洋融合のフレンチを日本で食べる方がもちろんコスパはいいと思います。僕実際そういういい旅館とかに泊まらせてもらって YouTube でそういうお料理食べた身からすると、ぶっちゃけ
本音はそっちの方が美味しいです。でもやっぱりこの本場のパリでどんな味なのかなっていうのがこう食べられるワクワク感はね、こっちはありましたね。すごく面白かったです。で実際に美味しかったです。ミシュラン掲載のフレンチを本場のパリで食べるっていう夢が一つ叶いました。ごちそうさまです。ごちそうさまですとか言ってたんですけど、デザートもう1個出てきました。これは上になんかカスタードクリームみたいなやつでパイ生地かな、中にはベリーがたくさん入ってますね。いやこれはヨーロッパらしいデザートがさすがにちゃんと出てきましたね。美味しい。唯一今回のコース料理で想像通りの味といえばいいのかな。さっきの言った通りカスタードとパイとベリーの風味が、間違いない味ですね。でもこの上のクリームがすごい泡立った感じでふわっと風味広がってきますね。クリームがうまい。ちょっと待って、また出てきたんだけど、最後デザート、フランスの南部で採れるメロンで、よく聞き取れなかったんだけど何かを入れて一回凍らしてまた解凍してるって言ってましたね。冷たいから気をつけてだって。確かに冷たい。初めてのメロン。シロップが中にねすっごい閉じ込められてる感じ。冷凍することで多分この甘みを閉じ込めたんだと思いますね、メロンの中に。ほんのりこうバジルの風味も漂ってきますね。最後はこう地中海の味っていう感じです。メロンでも一旦想像できる間違いないスイーツからの最後はまた新しい味で、やっぱさすがフランスですね。デザートで3種類出てくるっていうね、スイーツ大国だわ。これでようやく本当のごちそうさまですね。ミシュラン星付きの本格フレンチも堪能して、僕の初めてのパリ旅行は幕を閉じました。いやー、5泊6日で思う存分堪能できて本当に楽しかったんですけど、やっぱりパリは一度では味わい尽くせない魅力満載の都市なので、また必ず訪れたいと思いました。動画の途中でおすすめした海外旅行の際にとっても便利なエアロ、こちらの割引コードを利用して皆さんもお得にデータ通信を確保して海外旅行を楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。